おはようございます。今私は東京の日本橋にいます。始発電車に乗ってきました。この橋名板に書かれている日本橋の文字は最後の将軍である徳川慶喜が記号したものとなります。なぜこんな朝早くから日本橋にいるのかと言いますと、ここ日本橋から京都の三条大橋までを結ぶ旧東海道を今から歩いて旅してみようと思っています。そして今スタート地点の日本橋に立っています。ここ東京の日本橋から京都の三条大橋までは旧東海道で約500キロの距離となります。さて、これから歩くこの旧東海道は1601年に徳川家康の命によって整備された街道となります。当時の江戸日本橋と京三条大橋を結ぶ全長約500キロの道のりには53の宿場が置かれ、幕府公用の荷物や書状の運送、そして大名や商人、旅人たちが行き交う重要な交通路として発展しました。また治安維持や統治強化のために関所が設けられ、箱根や新井の関所は今も名を残しています。各宿場には本陣や旅籠、問屋場、見附などが整備されていました。旅の道中ではそうした歴史や建物の面影も映像とともにご紹介できればと思います。それではこの旅の出発点である日本橋についてお話ししたいと思います。ここ日本橋は1603年に徳川家康の命によって架けられました。江戸幕府の開府とともに完成し、翌1604年には五街道である東海道、甲州街道、中山道、日光街道、奥州街道の起点に定められ、日本の中心として役割を担ってきました。現在はこれらの街道に加えて6号線水戸街道、14号線千葉街道、15号線第一京浜の起点にもなっています。初代日本橋は木造でしたが、火事などで何度も架け替えが行われました。現在の橋は1911年明治44年に石造りのアーチ橋で19代目とも20代目とも言われています。日本橋には唐獅子像と麒麟像が設置されています。唐獅子像は橋の四隅に配置されており、これはお寺や神社にあるように橋を守ってくれるようにと願いが込められています。この唐獅子像が前足で持っているのは盾なのですが、これは当時の東京市の紋章となります。現在の東京都はこの紋章を受け継いでいます。この日本橋には全部で32もの唐獅子像が配置されているそうです。そして麒麟像ですが、麒麟は伝説上の神聖な動物とされています。日本橋とこの地域がさらに躍進していけるようにと願って設置されたそうです。また本来麒麟に羽はないのですが、この麒麟には羽のようなものが存在しています。これは羽が生えたような形をした背びれなのだそうです。日本橋が道路の起点でもあることから、日本橋から飛び立つとの意味も込められているそうです。橋の中央には日本国道路元標があります。この道路元標は三越前にある元標の広場にレプリカが設置されています。この元標の文字は当時の内閣総理大臣である佐藤栄作氏による記号となります。日本国道路元標が設置される前には元標の広場にある東京都市道路元標の塔が設置されていました。東京市道路元標は都電の架線柱として使用されていましたが、都電廃止後1972年昭和47年の道路改修に伴い元標の広場に移設されました。さらに日本国道路元標の上には道路元標が宙を舞うように設置されています。高速道路からも認識することが可能となっています。日本橋は関東大震災及び第二次世界大戦の際にも橋は崩壊せずに、今でもその傷跡が歴史の証として残されています。関東大震災時には橋の下で船が燃えたその傷跡が残っており、第二次世界大戦時には焼夷弾を受けた傷跡が残っています。歴史が刻まれた橋となっています。そして現在日本橋の上には首都高速道路が通っています。これが建設されたのは1963年翌年の東京オリンピック開催に向けたインフラ整備の一環で、首都高速道路が建設され今の景観となります。日本橋の空が遮られ景観を損なったとして長年問題視されてきました。現在は首都高の地下化が決定され、2040年を目指して日本橋の空を取り戻すための撤去工事が進められています。では京都の三条大橋に向けて歩みたいと思います。東海道は
現在の国道15号を南下するように進んでいきます。今日の午前中は雨予報となっていて、これから雨が強まっていきます。日本橋から1キロほど進んだところに京橋があります。京橋は東海道の起点である日本橋から京へ上がる最初の橋であったことから、その名がついたとされています。そして京橋は日本橋とほぼ同じ1603年に架けられたとされています。義帽子が飾られ、幕府の管理する格式ある橋でした。日本橋にも義帽子があります。橋の東岸は竹商人が多く、竹川岸、西岸には青物市場があり、大根川岸と呼ばれていました。1959年昭和34年に京橋川が埋め立てられ、現在は道路となっています。そしてこれらの川岸の名称は京橋大根川岸通り、京橋地区川岸通りとして現在も残っています。先に進みたいと思います。ここからは銀座に入っていきます。オフィス街の景色から高級ブランド店や百貨店、劇場などが立ち並ぶ華やかで活気のある雰囲気に景色は変わります。銀座4丁目を通過です。銀座のシンボルであるセイコーハウス銀座時計塔と待ち合わせ場所のシンボルのライオン像がある銀座三越を通過します。銀座を通り越した先は新橋となります。再度オフィス街の景色に変わります。お次の新橋はかつて新橋と銀座の間を流れていた汐留川に架けられていた橋で、日本橋と京橋同様に義帽子が飾られていました。1963年に東京五輪開催に合わせて首都高を建設する際、川の埋め立てによって姿を消しました。この新橋親橋は鉄筋コンクリートで作られた橋の一部となります。新橋から先に進むと田町駅を過ぎたところに札の辻があります。ここは江戸時代に幕府の考察場が設けられていた場所となります。考察場とは法令や禁令などを記した木製の掲示板で庶民に知らせるためのものでした。このような施設が建てられていました。そして現代では復元された考察場が神奈川宿、府中宿、新井宿、二川宿、鳴海宿、関宿などにあります。表示しているのは二川宿の復元された考察場となります。札の辻にあった考察場は後にその役割を高輪大木戸へ移されます。その高輪大木戸は札の辻から京側に約800メートルほどの場所にあり、1710年に江戸の南の玄関口として設けられました。大木戸の門は明け6つ午前6時頃に開門し、暮れ6つ午後6時頃に閉門され、江戸の治安と交通の管理を担っていました。また伊能忠敬が日本地図作成のための測量を行った際、この高輪大木戸を起点としたことでも知られています。現在は埋め立てられて海から離れた場所となっていますが、当時はこの門のすぐ横が海でした。2020年3月に高輪ゲートウェイ駅が誕生しました。駅名の候補としては高輪、芝浦、芝浜が1から3を占めていましたが、採用された高輪ゲートウェイは130位でした。でもこの高輪大木戸の存在を知ると、高輪ゲートウェイで良かったのではないかなと勝手に思ってしまいました。高輪大木戸は江戸の出入り口でしたし。さて先に進みます。高輪大木戸から進行方向右手約500メートルほどのところに泉岳寺があります。この泉岳寺で有名なのは忠臣蔵の舞台として知られる赤穂浪士たちのお墓があることです。忠臣蔵は歌舞伎の演目の一つで、江戸時代元禄期に起きた赤穂事件を元にした創作作品となります。平子漬之助を討ち損じて切腹に処せられた浅野内匠頭の代わりに、その家臣である大石内蔵助以下47人が吉良を討ったものとなります。そして仇討ちを果たした47人の赤穂浪士は主君の眠る泉岳寺で最後の祈りを捧げ、その後自尽いたします。泉岳寺を後にして JR 品川駅を過ぎ 1.5km ほど歩くと橋に出会います。京急電鉄の品川駅と北品川駅間にある、ここは八ツ山橋となります。日本で最初の跨線橋の一つとして東海道と JR 東海道線を立体交差させるために架けられた橋となります。明治5年に開通した日本初の鉄道、品川駅周辺の交通を円滑にするために設けられ、その後も改築を重ねてきました。今の橋が4代目となります。この橋は品川宿の目の前にあります。そしてこの八ツ山橋は日本映画ゴジラ1954年でゴジラが上陸した地点にも使われています。品川宿に入るにはそのまま橋を渡らずに一旦横断歩道を渡ってから反対側に向かいます。
品川宿は現在の東京都品川区に位置し、日本橋から約8キロ離れた1番目の宿場となります。1601年、徳川家康の命によって整備された東海道53次の最初の宿場です。江戸に最も近い宿場として大名や商人庶民が行き交い、江戸と全国を結ぶ重要な拠点として栄えました。品川宿は南品川宿、北品川宿、勝新宿の3つに分かれており、旅籠や茶屋が軒を連ねて旅人の憩いの場となっていました。江戸の玄関口として多くの人々でにぎわっていた様子がうかがえます。また海に面していたことから新鮮な魚介類が楽しめるグルメの町としても有名でした。この地には品川遊郭もあり、色町としての華やかさもありました。多くの文人や浮世絵師も訪れ、例えば歌川広重の東海道53次にも情緒あふれる品川宿の風景が描かれています。旧東海道から一本海側に入った八ツ山通りを歩くと北品川橋があります。この橋から眺める品川浦の屋形船や釣り船が並ぶ船たまりは情緒ある景色です。北品川橋は大正末期に作られた石造りの短い橋で、今も独特の風情を漂わせています。屋形船の明かりとともに水辺の情緒を静かに見守ってきた歴史ある橋でもあります。この橋を渡れば旧東海道の宿場町品川宿の面影が色濃く残る界隈へと足を進めることができます。北品川橋を少し南に歩くと公園にたどり着きます。この公園にはクジラのモニュメントとクジラの遊具が設置されています。そしてこの公園の奥に加賀田神社があります。この小さな社は江戸時代に目黒川へ迷い込んだクジラを供養したことに由来すると伝えられています。加賀田神社の創建は江戸時代以前とされ、かつてこの辺りは海沿いで漁業が盛んな地域でした。1798年に沖合に迷い込んだ大きなクジラが捕らえられ、江戸中が話題となりました。当時クジラは貴重な資源であると同時に神の使いとしても大切にされていました。その魂を慰め感謝を捧げるためにクジラ塚が建てられました。現在も石碑にはクジラ供養塔と刻まれ、静かに海への感謝を伝え続けています。続いては東海七福神巡りのご紹介です。新年の開運祈願として親しまれてきた伝統行事で、東海道沿いに点在する七柱の神々を巡礼します。東海七福神は品川区周辺の7つの寺社に祀られており、それぞれ異なるご利益があります。品川神社大黒天、陽願寺布袋尊、一心寺寿老神、江原神社恵比寿神、本泉寺毘沙門天、天祖諏訪神社福禄寿、岩井神社別祭天。徒歩で巡ることができるため、散策と参拝が一緒に楽しめます。お正月には七福神の御朱印を集める御朱印巡りも人気があるようです。品川宿には本陣が1軒、脇本陣が2軒ありました。本陣とは主に大名などの高位の旅人が泊まるための宿で、脇本陣はその補助的な役割を担いました。その他一般の旅人向けの旅籠や、さらに簡素な寄賃宿もあり、身分や用途によって使い分けられていました。本陣とは江戸時代の宿場町に置かれた特別な宿泊施設となります。大名や幕府の役人、時には皇族や外国の使節団など高位の人物だけが宿泊を許されました。商業的な宿泊施設ではなく、その地の有力旧家の邸宅が本陣として指定されることが多かったそうです。現存するのは草津宿と二川宿のみとなります。脇本陣は本陣に次ぐ武士や公家の宿泊施設ですが、空いている時は一般旅行者も泊まることができました。現存するのは舞坂宿となります。旅籠は一般旅行者用の食事付き宿泊施設となります。現存する旅籠屋としては新井宿の紀ノ国や二川宿の清明や赤坂宿の大橋や小屋が有名です。寄賃宿は一般旅行者用の自炊宿泊施設となります。宿場の外もしくは外れにありました。品川宿はこの品川橋のかかっている目黒川を境に北品川宿と南品川宿に分かれていました。江戸時代には境橋と呼ばれていたそうです。現在の品川橋には全国でも珍しく橋の上に庭園や東屋が建っています。品川橋を渡ったところには1929年に建てられた旧品川警察署品川橋交通待機所があります。
1929年昭和4年に品川警察署品川橋巡査派出所として建てられた建物となります。現在は南品川、桜川岸街中観光案内所として利用されており、2023年には国の登録有形文化財にも指定されました。品川宿問屋場神目改め所跡も重要な施設でした。問屋場には大きく2つの仕事がありました。一つは幕府の公用旅行者や大名などがその宿場を利用する際に必要な馬や一足を用意しておき、彼らの荷物を次の宿場まで運ぶという人馬の継ぎ立て業務です。もう一つが幕府公用の書状や品物を次の宿場に届ける飛脚業務で継ぎ飛脚と言います。続いて釜屋跡です。南品川にあった釜屋は立場茶屋でしたが、本来の休息所から旅籠に発達し、幕末には本陣のような構えに改造し、幕府御用宿となりました。立場茶屋とは宿場間で旅人がお茶や食事をして休息する場所のことです。1867年慶応3年10月21日に新選組副長の土方歳三等が訪れた記録が残っており、1868年慶応4年1月15日には鳥羽伏見線から江戸に戻った新選組大使たちがしばらく滞在したとのことです。そして浜川橋、別名涙橋です。鈴ヶ森形状へ護送される罪人は裸馬に乗せられて江戸府内から形状に護送されてきました。裸馬とは蔵をつけていない馬のこととなります。この時親族らが密かに見送りに来て、この橋で共に涙を流しながら別れたということから涙橋とも呼ばれるようになったそうです。鈴ヶ森形状まではこの浜川橋から大森海岸駅方面へ約700メートルほど行った先にあります。鈴ヶ森形状は1651年に開設され、小塚原荒川区と並ぶ江戸の主要な処刑場で1651年慶安4年に開設されました。東海道に面しており、1695年元禄8年の検地によると、間口40軒約74メートル、奥行き8軒約16.2メートルの規模がありました。現在は1862年文久2年に開かれた日蓮宗大教寺の境内にあります。処刑に使用したと言われる台石や首洗いの井戸などが残されているほか、近代以降のさまざまな供養塔が建てられています。先ほどお話ししていた東海七福神の中で巡る順番としては最後となる岩井神社です。ここの井戸は岩井と呼ばれる古井戸で社名の由来となっています。東海道往来の旅人に利用され、冷水または薬水と称されて古来有名です。現在は飲むことはできませんが、土地の人々はこの井戸水を飲むと心正しければ清水、心よこしまならば塩水という伝説を昔から伝えているとのことです。この位置は元神社の境内にありましたが、東海道の拡幅により境域が狭められたため社前歩道中に依存されることになりました。次は六郷の渡し跡です。東海道における江戸の出入り口として重要な渡し場でした。度重なる洪水により橋は失われ、1688年貞享5年の多摩川の洪水で流出して以来、明治になるまで渡し船が利用されていました。江戸時代、東海道の往来のためには六郷の渡しは大切な要であり、幕府からの助成金によって常時十数隻の船で旅人や荷馬を渡していたそうです。1868年明治元年の明治天皇の渡御の際には23隻の船を並べて船橋が架けられたと記録されています。現在その跡地には明治天皇六号渡御碑が建てられています。川崎宿は現在の神奈川県川崎市に位置し、日本橋から約18キロ離れた2番目の宿場町となります。宿場が正式に設置されたのは1623年とやや遅く、これは品川宿と神奈川宿の間が長く、天満による輸送の負担を軽減するためでした。川崎宿の本陣を担っていた田中屋には田中久具という人物がいました。彼は22歳で田中屋に婿入りし、45歳で家を継ぎます。1709年に幕府から六郷の渡しの経営権を譲り受け、その収益で財政難だった川崎宿を立て直したとされています。六郷の渡しで六郷川を渡り、川崎宿に入ったすぐの場所に立っていた掛茶屋が万年屋でした。旅籠が立ち並んだ川崎宿では万年屋とその名物奈良茶飯が有名でした。奈良茶飯は米に栗、大豆、小豆、泡などを加えてお茶で炊いた地味豊かな炊き込みご飯です。もともとは奈良の寺院で僧侶が食べていた料理が川崎へ伝わったと言われています。川崎宿の万年屋では
しじみの味噌汁や奈良漬けとともに提供され、旅人に大変人気がありました。一度は廃れてしまった奈良茶飯ですが、2001年の大川崎宿祭りで文献をもとに再現されました。現在では和菓子店東証本店で奈良茶飯風おこわとして現代風にアレンジされた味が楽しめます。そしてもうすぐ日本橋から数えて5番目となる一里塚が見えてきます。市場一里塚で日本橋から数えて5里目にあたる一里塚です。一里は約 4km なので、日本橋からここまでは約 20km の距離となります。この地域のかつての名称が市場村とのことからこう呼ばれるようになったそうです。1989年平成元年に横浜市の地域文化財となっています。次は国道駅に少し立ち寄ります。 JR 鶴見線国道駅、1930年昭和5年に開業したこの駅はまるで時が止まったかのような戦前の雰囲気を今も残しています。最大の特徴は開業当時の姿をほぼそのまま残していることです。特に高架下にあるコンクリートのアーチ状のトンネルは昭和にタイムスリップしたかのような感覚にすらなります。国道駅は無人で、改札口には交通系 IC 専用の改札機が設置されています。高架下から国道15号に出る手前の自販機の上には映画のセットのような看板があります。そしてこの看板の周辺に見えるへこみはというと、これらは弾痕となります。駅の壁面にも戦時中の機銃掃射による弾痕が今もはっきりと残っているのです。駅舎や高架下に刻まれた歴史の痕跡は今もなお残る歴史の証人となっています。国道駅から約1キロほど南に進んだところに、日本史の大転換点であった明治維新への契機の一つと言われる土井事件の場所を通過します。その場所とはここ生麦事件の発生現場となります。1862年に京都へ向かう薩摩藩の大名行列がこの地を通過していた際に、横浜で商売などをしていたイギリス人4名が馬に乗ったまま行列に入り込み、大名の籠に接近しました。当時の慣例から薩摩藩士数人は抜刀し切りかかり、イギリス人1名が惨殺されました。この事件は幕末の日英関係を悪化させ、翌年の薩英戦争の引き金となります。戦争後薩摩藩は西洋の軍事力を学び、長州藩と連携して倒幕へと向かうきっかけとなりました。山麦事件は単なる衝突にとどまらず、日本の近代化と明治維新の契機となりました。旧石碑山麦事件碑は事件で深手を負ったイギリス人の一人がこの場所で落馬し、とどめを刺された場所となります。この殺害されたイギリス人は迷い込んで大名行列に入り込んだのではなく、意図的に挑発行為として大名行列に乱入してきたというのが正しいようです。他の2人は当時アメリカ領事館として使われていた本覚寺に逃げ込み、もう1人は居留地へ救援を求めに走ったと伝えられています。神奈川宿は現在の神奈川県横浜市に位置し、日本橋から約27キロ離れた3番目の宿場町となります。この先にある神奈川地区センター前には、かつて神奈川宿の滝の橋のたもとにあった考察場が復元されています。考察場とは幕府が法令や禁令などを庶民に伝えるための掲示板で人通りの多い場所に設置されていました。神奈川宿の考察場は資料をもとに復元され、当時の雰囲気を感じることができます。少し先に進むと滝の川があり、橋がかかっています。この滝の橋を挟んで江戸川に神奈川本陣、京川に青木本陣が置かれていました。現在は跡地に石碑が建てられています。そして神奈川宿は県名神奈川県の由来ともなった場所です。江戸湾と全国の港を結ぶ水運の中継時、神奈川港があったことから陸運と海運の両面で発展しました。幕末には諸外国がこの神奈川港を開港するよう強く要求しましたが、幕府は東海道沿いという地理的な重要性を理由にこれを拒否し、横浜港も神奈川港の一部として横浜の開港を選びました。その結果、横浜は急速に発展し、神奈川宿は次第に宿場としてのにぎわいを譲っていくことになります。本覚寺は幕末に横浜が開港された後、アメリカ領事館として使用されたお寺です。1862年の生麦事件では負傷したイギリス人2名がこの寺に逃げ込み助けを求めたと伝えられています。神奈川一里塚跡は日本橋から7里目にあたる一里塚の跡です。関東大震災や横浜大空襲で
多くの建物が焼失しましたが、現在も昔ながらの商店街や料亭が残っています。割烹田中屋は神奈川港を一望できる景勝地に佇む創業1863年の老舗料亭です。田中屋の前身は旅籠桜屋で、歌川広重の東海道53次にもその名が描かれています。坂本龍馬の妻お龍さんが晩年にこの田中屋で働いていたとも伝えられています。保土ヶ谷宿は現在の神奈川県横浜市に位置し、日本橋から約32キロ離れた4番目の宿場町となります。江戸から程よい距離にあるため、大名や商人たちの宿泊地としても利用されていました。江戸方見附跡があります。ここは江戸川からの保土ヶ谷宿への出入り口となります。見附とは本来は軍事目的の見張り所のことを指します。江戸城では外堀沿いに数多くの見附が配置されていました。赤坂見附、四谷見附といった地名はその名残となります。宿場町にも同様に、江戸寄りには江戸見附、京寄りには上方見附があり、宿場の出入り口を見張っていたとされます。保土ヶ谷宿の西には東海道屈指の難所権太坂があります。この急坂は旅人はもちろん、馬や荷車を引く人々にとっても過酷な道のりでした。しかし坂の頂上からは遠くに富士山が見え、旅人たちはその眺望にひととき足を止めたと伝えられています。宿場には旅人のための本陣、脇本陣、旅籠が立ち並び、馬の乗り継ぎや荷物の運搬を担う問屋場も設けられていました。問屋場は幕府の公用旅行者や大名の荷物陣馬を次の宿場へ送り届ける継ぎ立て業務と、幕府の書状や品物を届ける継ぎ飛脚の中継地点として機能していました。考察場は法令や禁令などを記した木の掲示板で、庶民への周知を目的として設置されていました。保土ヶ谷宿には本陣が1軒、脇本陣が3殿、そして茶屋本陣が1軒ありました。茶屋本陣は名主の屋敷で、大名や公家幕府の役人たちの休憩所として使用されていたそうです。保土ヶ谷宿ではもともと吉宿のみでしたが、1690年代頃から食事や酒を提供する旅籠屋が増えてきたと言われています。吉宿とは食事の提供がなく、旅人が自炊するための薪だけを提供する宿泊施設です。この旅籠屋は1869年に建て替えられたものとなります。旅籠は一般旅行者用の食事付き宿泊施設となります。一般的に1泊2食付きで、1泊の宿泊料金は現代の価格で3000から5000円程度でした。旅籠から少し先に進んだ場所に、京川の宿場の出入り口にあたる上方見附の跡と、日本橋から数えて8里面約32キロの一里塚である保土ヶ谷一里塚跡があります。さて、ここからは東海道屈指の難所である権太坂に入っていきます。権太坂は保土ヶ谷宿と戸塚宿の間にある急坂で、標高差があり幅も狭く、旅人にとっては難所の一つでした。足腰の弱い高齢者や女性などは手前の保土ヶ谷宿に宿泊し、多くの旅人たちは休憩で英気を養ってからこの坂に挑んだと言われています。雨が降ればぬかるみ、乾燥すれば砂ぼこりが舞うなど過酷な条件の中、多くの人がここを越えて旅を続けました。今ではこの道も整備されて歩きやすくなっているとはいえ、かなりの勾配が長く続く上り坂なので、この坂を通過するのには苦労しました。権太坂は馬でさえ体力を削られ、登りきれずに行き倒れた人や牛や馬を投げ込んだ井戸が近くにあったそうです。地区の開発によって多数の人骨や馬の骨が発見されたことが確認されています。昭和39年1964年に旅人の霊を慰めるための投げ込め塚の後も石踏みが建てられました。権太坂を登りきると、さらに焼きもち坂、信濃坂といった坂の難所が続きます。その中間にあるのが迫木立場で、ここには茶屋が立ち並び、ぼた餅が名物として人気だったそうです。またここは見晴らしの良い高台でもあり、坂を越えた旅人たちが景色を楽しみながら休憩した場所でもあります。日も暮れてしまいました。目の前に見えるのは国道1号線の東戸塚駅入り口交差点になります。交差点を通過すると、本日のゴールとしている戸塚宿まで残り2キロ程度のところまで来ました。もう少しで戸塚宿の入り口となる江戸方見附となります。江戸方見附跡碑です。
見附とはもともと軍事目的の見張り所のことです。江戸寄りの出入り口を江戸方見附、京寄りを上方見附と呼びました。本日のゴールである戸塚宿に入りました。戸塚宿は現在の神奈川県横浜市に位置し、日本橋から約42キロ離れた5番目の宿場町となります。旅籠の数も多く、江戸からの距離も手頃なことから泊まりやすい宿場でした。特に江戸を出発したばかりの旅人にとって最初の宿泊地として選ばれることが多かったようです。当初保土ヶ谷と藤沢の間には宿場が設置されていませんでした。しかし保土ヶ谷宿から藤沢宿までは約17キロと距離が長く、しかも戸塚の周辺には江戸川に権太坂、京川に大阪という難所がありました。こうした事情から1604年に他の宿場よりやや遅れて戸塚は正式な宿駅として認められることになりました。歌川広重が描いた東海道53次の戸塚宿の浮世絵の描かれたパネルが吉田大橋交差点の側に同じ構図となる場所に飾られています。そして橋を渡ると大橋の両側にも何枚か浮世絵が設置されていました。大橋を渡ったところには桜が満開の状態で咲いていました。進路は左側へと進み旧東海道を歩きます。戸塚駅も目と鼻の先の距離となりました。戸塚宿には戸塚町、吉田町、矢部町の3カ所に問屋場があり、役目を交代で担っていたと伝えられています。問屋場では紅葉の書状や物資人馬の継ぎ立てなどが行われていました。そして本日のゴールである戸塚駅前に到着しました。宿泊先を探しましたが戸塚周辺でホテルが取れなかったため、本日は電車で一旦帰宅します。おはようございます。本日2日目で天気は雨です。初日はホテルが予約できなかったため、自宅から始発電車に乗って戸塚駅まで移動しました。本日は戸塚駅前からスタートし、藤沢宿、平塚宿、大磯宿を経て小田原宿でゴールする予定です。朝の通勤時間とも重なり、多くの人が戸塚駅を利用されています。雨がぱらついているので傘を差している人も多くいます。それでは2日目をスタートします。戸塚駅のバスセンター前交差点から少し進んだところに明治天皇も宿泊された沢部本陣跡があります。戸塚宿には本陣が2軒、脇本陣が3軒あったとされています。いずれも大名や幕府の役人など身分の高い人々が利用した宿泊施設となります。上方見附跡で京川の出入り口となります。戸塚宿としてはここまでです。次の宿場である藤沢宿に向けて進みます。旧東海道大阪は戸塚宿と藤沢宿の間にある坂道で、かつては松並木が続く急な坂でした。そして難所として知られていました。現在は坂が削られて緩やかになっています。目の前に見える国道1号線に合流し、小田原方面の左に進みます。ちなみにこの今いる道も1号線です。旧道です。原宿一里塚跡で日本橋から11里目にあたる一里塚の跡です。さてこの道路標識からするとお次の宿場の藤沢まで4キロ、本日の目標の小田原までは37キロです。そして大磯宿までは5里だそうです。1里は約4キロなので約20キロですね。ここには影取り立て場跡があります。当時はこの辺りにお茶屋さんがあったと思われます。立場跡とは宿場と宿場の間に設けられた休憩所のことです。旅人や駕籠かきたちが一息つくための場所で、杖を立てて休んだことから立場跡と呼ばれるようになったとも言われています。目の前にあるバス停の名前にもなっていますね。前方に藤沢バイパス出口交差点の横断歩道が見えてきました。なんだか複雑そうな交差点です。交通量も多いですね。この交差点で県道30号に入り旧東海道を進みます。藤沢バイパス出口交差点から20分くらい歩いたところで一里塚跡の説明板があります。そして道路を挟んだ反対側にも案内板があります。どうやらここは遊行寺坂一里塚のようです。日本橋から12里目の一里塚となります。名前の通り藤沢の遊行寺付近に位置しており、周辺には今もその名が残されています。この坂を下ったところに見附があります。この先は藤沢宿となります。ここに藤沢宿の江戸見附跡があります。江戸川の出入り口になります。
藤沢宿に入ります。藤沢宿は現在の神奈川県藤沢市に位置し、日本橋から約50キロ離れた6番目の宿場町となります。江ノ島への分岐点としてもにぎわい、旅人や参詣客で活気にあふれていたそうです。復元された考察場があります。あ、こんなに大きいのに気がつかず素通りしてしまいました。考察場は法令や禁令などを記した木の掲示板で、庶民への周知を目的として設置されていました。実際は遊行寺橋、旧小賀橋を渡ったところにあったそうです。その考察バートがあるところには藤沢宿についての解説板や案内板があり、藤沢宿を知ることができます。そして藤沢宿には枡形があります。宿場の両端の街道をクランク状に曲げた場所を枡形と言います。遊行寺の脇から小賀橋、現遊行寺橋に至るクランクが見られます。軍事防衛上の必要から意図的に設けられたものとなります。現代の地図で当時の枡形を表現するとこのようなルートとなります。小賀橋、現遊行寺橋から5分程度歩いたところに牧田本陣跡があります。解説板は進行方向右に設置されています。藤沢宿には本陣が1軒、脇本陣が1軒置かれていました。本陣は大名や幕府の役人など身分の高い旅人が宿泊するための宿です。そして牧田本陣跡からすぐの場所、道路左側に問屋場跡があります。藤沢宿の問屋場は大久保間尾と坂戸間尾の2カ所にあり、交代で問屋業務を担っていたとされています。陣馬の釣り立てや幕府の公用荷物、書状の中継などを行う重要な施設でした。問屋場から約500メートルほど歩いたところに京川の見附があります。そしてここに京見附がありました。藤沢宿の京川の出入り口になります。京見附から旧東海道を約3キロほど歩くと国道1号線に再度合流します。合流後左方向に進むとすぐに大山道の入り口があります。1676年に東海道と大山道が交差する四谷辻に不動堂が建立されました。その右手にある大きな鳥居は1661年に建てられ、1959年に再建されたものとなります。四谷一里塚跡で日本橋から数えて13里目にあたる一里塚の跡です。なんだか雑な感じがしてしまいます。次も一里塚で、今度は茅ヶ崎一里塚跡となります。日本橋から14里目の一里塚です。こちらの一里塚は四谷と違って豪勢に飾られている感じがします。さて、茅ヶ崎一里塚跡から約2キロほど進んだところには旧東海道では珍しい光景を見る場所があります。それはここ南後の左富士碑です。通常東海道を江戸から京都に向かって歩くと富士山は右手に見えるものですが、ここ南後では左手に見える珍しい場所となります。東海道の中でもここ南後と静岡県の吉原の2カ所でしか左富士は見られないと言われています。ここは旧相模川橋脚です。この橋脚は1923年の関東大震災で液状化現象が発生し、水田の中から突然姿を現しました。歴史学者沼田頼助による調査で、1198年に源頼朝の重臣稲毛重成が亡き妻の供養のために架けた橋の遺構と交渉されました。この橋脚は1926年に国の史跡に、2013年には液状化現象の証拠を示す地震遺産として国の天然記念物にも指定されました。史跡と天然記念物の両方に指定された全国でも極めて珍しい遺跡です。現在は10本の橋脚が地中に保存され、その上にレプリカが池の中に設置されています。目の前に見えてくる道路標識には平塚まで3キロで小田原まで残り25キロとのことです。そして静岡までは118キロですか。徒歩だと118キロという数字は破壊力のある数字になりますね。心折れそうです。心が折れてしまう前に相模川を渡ってしまいます。風が強くかなり煽られます。川の風で波のような模様ができています。徒歩で渡るとこの馬入橋もかなり長く感じます。風で前に進みにくいのもあるかもしれませんが、馬入の私です。江戸時代幕府は主要な河川に橋を架けることを原則として禁じていたため、相模川は渡し船で渡る必要がありました。馬入の私は馬入村をはじめとする周辺5つの村が協力して運営していたそうです。この私には人が乗るための小舟と馬が荷物ごと乗り込める馬船がありました。馬入の一里塚で日本橋から15里目の一里塚にあたります。
解説板と大きく立派な石碑で一里塚跡として残されています。これはかなり目立ちますね。この先に江戸見附があり、平塚宿となります。馬入一里塚跡から1キロほど進むと JR 平塚駅が見えました。大きくて立派な駅ビルですね。平塚宿の江戸見附に着きました。江戸川の出入り口になります。ここから平塚宿に入ります。この江戸見附には解説板と石垣が再現されています。江戸川からこの宿場に入るには馬入の渡しと呼ばれる渡し場で相模川を越える必要がありました。この馬入の渡しが現在の馬入橋という橋の名前の由来となっています。平塚宿は現在の神奈川県平塚市に位置し、日本橋から約62キロ離れた7番目の宿場町となります。平塚宿と次の大磯宿との距離はわずか3キロ足らずと非常に短いのが特徴です。これほど近くに宿場が設けられた背景には、徳川家康が鷹狩りの際に立ち寄った中原御殿の存在があったと言われています。この中原御殿は平塚宿から北へ約2キロほどの近い場所に位置していました。平塚宿には脇本陣が1軒だけ設けられていたようです。幕府の法令や禁制を掲げる高札場が設置されていました。旅人や町人に重要な情報を伝える役割を担っていた場所です。平塚宿には東組と西組2カ所の問屋場があり、それぞれが10日交代で宿場の運営を担っていました。本陣も1軒だけ設けられていたようです。大名や公家など身分の高い人物の宿泊に使われました。西組の問屋場も東組と同様に10日交代で宿場の中核的な役割を果たしていました。京川の出入り口になります。この辺りまで来ると標高168メートルの高麗山が見えてきます。高さはさほどではないものの、間近で見るとそれ以上の迫力を感じさせる山です。かつて旅籠の主人が、あの山を越えなければ大磯には行けません、今夜はぜひ泊まって行ってくださいと旅人を引き止めたという逸話も残されています。平塚宿と大磯宿の距離が短かったことから、旅人の足がそのまま進んでしまうことを防ごうとした工夫だったのかもしれません。京形見附跡から国道1号線を歩き、化粧坂交差点を右方向に進み、再度旧東海道に入ると景色は松並木に囲まれた街道となります。この道の途中に一里塚後の解説板が見えてきます。化粧坂の一里塚で日本橋から16里目にあたる一里塚です。旅人たちの道しるべとして多くの人々がこの地を通り過ぎていきました。一里塚を後に少し進むと JR 東海道本線が目の前に現れます。旧東海道は線路の先で続いています。徒歩や自転車が通ることができる地下トンネルの歩道で線路の反対側に移動します。ここから少し先のところに江戸見附があります。大磯宿の江戸見附に着きました。江戸川の出入り口になります。ここから大磯宿に入ります。ここには解説板が設置されています。大磯宿は現在の神奈川県中郡大磯町に位置し、日本橋から約65キロ離れた8番目の宿場町となります。平安時代の末期には相模国の国府がこの地に置かれ、東海道に電馬製が整備される以前から宿場機能を持った町として発展していたとされています。歴史ある大磯宿ですが、前後に大きな宿場である平塚宿と小田原宿が控えていたため、旅人が通過してしまうことも多く、比較的こじんまりとした宿場町だったと言われています。大磯宿には北組と南組の2カ所に問屋場が設けられていました。問屋場は幕府の公用物資や書状を運ぶ継ぎ飛脚や陣馬の手配などを行う重要な施設でした。大磯宿には3軒の本陣がありました。一方で脇本陣は設けられていなかったようです。北組と同様に南組の問屋場も宿場の運営を担っていました。大磯宿の歩道は幅も広めで整備もされていて歩きやすいです。ここは上方見附で京川の出入り口となります。ここで大磯宿を出ます。江戸見附同様に解説板が設置されています。歩道橋に設置された道路標識には小田原まではあと18キロと書いてあります。まだまだ距離があります。そして沼津は56キロ、あさってには通過していたいです。ここから歩道の素材が変わります。ウレタンのような素材が使われているのか、クッション性があり歩きやすくなっている気がします。この歩道を少し進んだところに旧大隈重信別邸があります。明治から昭和にかけて大磯は政財界の要人たちに愛された避暑地でもありました。
この地には大隈重信の旧別邸をはじめ、伊藤博文や陸奥宗光の旧邸宅も残されています。旧大隈重信別邸からさらに20分程度進んだところに旧吉田茂邸があります。旧吉田茂邸は1884年に養父吉田健三が取得した土地に建てられたもので、吉田茂は1945年から亡くなる1967年までをこの邸宅で過ごされました。現在は記念館として整備されており、近代日本の政治史に触れられる場所となっています。酒匂川の私の石踏みです。江戸時代、酒匂川には橋がなく、旅人は川越し人足を雇い川を越えなければなりませんでした。江戸時代の初期に江戸防衛上の理由から船渡しは禁止され、勝渡しに限られました。このため水量が増える夏場には川越人足の助けを借りて渡りました。この制度は1871年に廃止されました。案内板があります。小田原城まであと2キロのところまでやってきました。本日のゴールも目の前です。小田原城までの案内板から少し進んだ先の歩道橋の横に江戸見附跡がありました。江戸川の出入り口で、ここから小田原宿に入ります。解説板があります。あと一里塚もあります。山王原一里塚で日本橋から20里目の一里塚となります。小田原宿は現在の神奈川県小田原市に位置し、日本橋から約80キロ離れた9番目の宿場町となります。正面の T 字路を右に進むとかまぼこ通りだそうです。ここ小田原はかまぼこでも有名です。相模湾で水揚げされる魚を保存するために誕生した小田原かまぼこは、板の上に乗せる現在の形もここが発祥と言われています。このかまぼこ通りはかまぼこを中心とした加工品や干物や鰹節や和菓子や飲食店などが軒を連ねている通りです。江戸から明治期の風情を再現した通りとなっています。かまぼこやさつま揚げの食べ歩きもできるそうです。老舗のかまぼこ店が多く、お土産を探している人にもおすすめです。場所は変わって小田原城の外堀にかかっている橋の前です。学び橋です。この橋は昭和4年に建てられたそうです。北条氏の城下町として発展したこの地は、東に酒匂川、西に箱根山を控えた要衝にありました。翌日に控える箱根御苑の前に多くの大名や旅人がここで宿を取ったことから、小田原宿は東海道随一のにぎわいを誇る宿場町となりました。すっかり日も沈み、城内のあちらこちらでライトアップがされています。桜の開花時期とも重なり、桜がライトアップされていて綺麗な景色となっています。ご覧のように桜が咲いている季節なのですが、気温の方はまだ低く、コートを着ている人も多く見かけます。ですが桜が開花しているこの景色のおかげで寒さも忘れてしまいます。そして奥に見えているのは道門です。この門は小田原城二の丸の表門で、本丸や天守への道を防御する要となる枡形の門となります。階段を上がり、きれいな朱色で塗られた橋を渡り、さらに階段を上ったところが常盤木門となります。小田原城本丸には常盤木門、黒金門の2つの城門がありました。このうち常盤木門は本丸の正門にあたり、重要な防御拠点であったために他の門と比べても大きく堅固に作られていました。この常盤木門は昭和に入り改めて再建されたものとなります。巨大な枡形の形で復元されています。常盤木門を通り抜けると小田原城が見えてきます。桜の木々がライトアップされ、小田原城を着飾っています。小田原城の起源は室町時代の15世紀後半にまで遡ります。戦国時代には関東を支配した五北条氏の本拠地となり、堅牢な総構えを持つ難攻不落の城として知られました。総構えとは、城とその城下町全体を囲う堀と土塁を備えた防御構造で、全長はなんと約9キロにも及びました。土塁とは土を盛り上げて作った防御施設や堤防のこととなります。1590年、豊臣秀吉による小田原攻めの際、北条氏は約3ヶ月にわたって籠城を続けましたが、最終的には降伏し、城は開城されました。江戸時代には徳川幕府の下で再整備され、東海道の防衛拠点としての役割を担います。城の周囲には町が形成され、小田原宿はその一角として繁栄しました。本日も電車で帰宅することを覚悟していましたら、夕方に宿検索したら空きのホテルがあったので宿泊することができました。本日の宿泊先はビジネスホテル伊勢です。宿泊できることが最高でした。おはようございます。
本日3日目で天気は雨です。本日は小田原宿をスタートし、箱根を越え三島宿でゴールとする予定です。昨日渡った学び橋です。雨の中でも朱色が際立っています。朝早くもあり、この堀畑通りは雨は降っていましたが、人通りが少なく歩きやすかったです。このあいにくの空模様によって桜のピンク色が雨空に溶け込んでしまっています。この雨で咲いた桜も早く散ってしまうのでしょうか。お堀の水を見るとどのくらい雨が降っているのかお分かりいただけますでしょうか。雨は降っていますが、人と車通りがなく余計な騒音がない中で雨音だけ聞きながらこのお堀を眺めていられるのはなぜか気分が落ち着きます。でもこのような雨の中で箱根越えすることを考えるとテンションは下がってしまうのですが、場所は変わりまして、右に見える白い建物は和菓子屋のういろうです。現在では和菓子として知られるういろうですが、もともとは薬として伝えられたものとなります。室町時代に中国から伝来したういろう薬を製造する傍ら、独自の製法による和菓子ういろうも作られるようになりました。店舗にはういろう博物館も併設されており、薬と和菓子双方の歴史を知ることができます。進行方向を見てみると山は霞んで明らかに天気は悪そうですね。小田原宿の問屋場は中宿町の上の問屋場と高梨町の下の問屋場の2カ所があり、交代で宿場の運営に当たっていたとされています。そして本陣は4軒、脇本陣も4軒が小田原宿には設けられていました。他の宿場に比べても本陣と脇本陣の数は多く、それだけ宿泊需要が高かったことを物語っています。幕府の法令や禁制を掲示する高札場は宿の中心地となる宮前松の一角にありました。ここ早川口交差点を渡り、東海道本線と箱根登山鉄道の高架橋の下を通ります。そして目の前に見えてくる東海道新幹線の高架橋の手前にある板橋見附交差点を右折すると改札板があります。ここは板橋口とも上方口とも呼ばれ、上方の出入り口となります。国道1号線はまっすぐ道が進んでいますが、旧東海道は右に増形のように道が進みます。旧東海道の道はすぐに再度国道1号線に合流します。右側には箱根登山鉄道が走っており、道路も上り調子となっています。本日は3日目ですが、朝起きると前日の足の痛みが少し残るようになります。歩き始めるとその痛みは消えます。そして午後には再度痛みを感じるようになります。今後これを毎日繰り返すようになります。足の痛みとは足の裏が痛くなるのです。上に見える道は小田原厚木道路となります。その下に箱根鉄道の踏切があります。この踏切を渡り500メートルほど先に進んだところに一里塚があります。風祭り一里塚で日本橋から21里目の一里塚となります。場所は変わり、ここは箱根湯本駅の手前の早川に架かる三枚橋となります。名前に反して橋は1つだけです。かつてこの川には2つの中州があり、3つの橋が連なって架けられていたため三枚橋と呼ばれるようになりました。それぞれの橋は地獄橋、極楽橋、三枚橋と名付けられ、三枚橋を渡った先には総雲寺の総門がありました。どんな罪人でもこの寺に逃げ込めば罪を免れると言われ、極楽橋まで渡ると追ってもそれ以上は追わなかったとも伝えられています。この橋を渡ると上り坂がだんだんと急になり、箱根越えが始まったという雰囲気になってきます。いきなり道の勾配がきつくなります。しかしこれはまだまだ序の口なのです。正直この坂道を登り始めてすぐに軽く心が折れかけます。息を切らせながら1キロほど歩いたかと思っても、実際に歩いた距離は200メートル程度だったりします。これの繰り返しです。これより勾配がきつくなる道のりを10キロ近く歩けるのかなと不安になったりもします。登り始めはこんな感じでしたが、いつの間にか無心になって登り続けていました。さて右側を進むと石畳となるそうです。石畳入り口の案内があります。右に降ります。箱根旧街道入り口とのことです。道を下るとすぐに馬立場と馬の飲み水桶があります。江戸時代この辺は馬立場といって孫が一休みしたところとなります。この桶には山から引かれた水が入っており、街道を往来する馬の飲み水になっていたそうです。ちなみに孫にも衣装ということわざがあります。この孫は孫と書きます。孫とは人や荷物を乗せた馬を引いていたもののことで、
下船で粗末な身なりをしていました。ことわざの意味としては、馬子のように普段は粗末なものを着ているものでも立派な衣服を着ると見栄えがするのようになります。見た目が良くても中身が伴っているとは限らないという謙遜あるいは冷やかしとして用いられます。孫ではなく、孫には何を着せても可愛いでもありませんのでご注意を。そしてここは猿沢の石畳道で箱根峠の最初の石畳となります。石畳の長さは200メートル程度となります。この急坂の参道は江戸時代初期に幕府の官道として整備されましたが、雨や雪が降るとぬかるみがひどく歩くのも困難となり、旅人の足元を悩ませていました。旅人の便宜を図るため、江戸幕府が石畳の舗装路に改修しました。今回はあいにくの雨で濡れた苔の上を歩くのはやや怖さもありましたが、当時の雰囲気を感じられる貴重な道です。箱根峠では多くの石畳の道が残されています。箱根峠以外でも石畳は大切に残されています。九十九川インター交差点を通過します。このインターは上りの入り口と下りの出口のみなのですね。そして佐雲寺を通過するのですが、お寺の入り口に落差2から3メートル程度の小さな滝があります。霊泉の滝というのだそうです。徒歩でないとこのような場所をゆっくり眺めることはできませんね。思わず立ち止まり、少しの間この滝の流れを眺めていました。最初の石畳から2キロ程度歩くと九十九川自然単焦歩道の入り口となります。愛野宿の幡宿まで 1.7 キロ、元箱根まで 6.2 キロ、まだまだ先は長いですね。しばらくの間九十九川に沿って参道を歩きます。下の方から川の流れの音が聞こえてきます。雨によって道は濡れ、ところどころ滑りやすくもなっていますが、全体的にこの湿った感じの風景もいいものですね。そして雨によって浄化された後のこの空間の土や木々の匂いが気持ちを穏やかにもしてくれます。雨も悪くないですね。しばらく進むと東京電力のフェンスが見えてきます。そのフェンス沿いを右に進みます。雨で濡れた足場の良くない砂利道と階段を降ります。この目の前に見えている岩場も歩きにくかったです。そして川にかかっている丸太の橋を渡り対岸へ渡ります。またフェンスのところから100メートルほどの上流には吊り橋もあるみたいです。再度県道に戻りますが、またすぐに割石坂に入ります。石畳となります。ここから幡宿までの道のりのほとんどは石畳の上を歩くことになります。割石坂を抜けると再度県道に戻ります。そしてすぐに次の大沢坂となります。石畳での下りが始まります。最初は石畳となってはいますが、100メートルも進むと人一人が通過する程度の道幅となります。人がすれ違うのも一苦労しそうな道です。そして石畳から砂利道に変わったり、雨で濡れていたりと滑りやすくもなっています。左側はちょっとした崖のようになっているので、歩く際は注意が必要です。道の大きめの石で足をくじいたりよろけたりして左側に踏み込んでしまう可能性もありますので。そしてこの道は思っていた以上に降ります。ということはこれ以上に登るということなのですね。大沢川を渡ります。すると今度は一転して道は急登な石畳が続きます。息を切らしながら歩きます。石畳などで整備されているとはいえ険しい道です。昔の人たちはこのような場所をわらじで歩いていたのかと思うと、それにも驚きです。カーブを曲がっても見えてくるのは上り坂の石畳の繰り返しなので、いつまでも石畳を登っているような気分になります。これは精神力も鍛えられそうです。でもこの道がただの土だったことを想像してしまうと、上り下りはかなり大変だったのだろうと思います。そして石畳で整備されたことに感謝してしまいます。するとようやく前方に建物の影が見えてきました。気力と体力が復活したような気分になりました。この石畳を越えた先が幡宿となります。現代では舗装された道を多くの車が走っていますが、当時はこのような石畳の参道だけだったのかと思うと、心細すぎて峠越えなんてできるのかと不安になります。工芸品店の浜松屋が先に目に入り撮影をしていたのですが、この浜松屋の反対側が幡宿本陣とでした。撮影をし忘れました。この本陣は屋号明賀屋と呼ばれ、名主の旧元屋敷跡は当時参勤交代の大名や公家たちが使用した宿泊所跡となります。建物は1912年の火災で焼失しましたが、庭園は今も当時の面影を残しているそうです。幡宿に入ると坂道も緩くなり、
歩きやすくなります。この案内板からすると箱根の関所までは 5.5 キロあって2時間はかかるとのことですね。当然なのですが坂の名前ばかりが書かれていますね。そして道路は右へカーブしますが旧東海道はまっすぐ進みます。蕎麦屋さんを過ぎたところに一里塚があります。畑宿一里塚で日本橋から23里目の一里塚です。ここの一里塚は明治以降に一部が削り取られていましたが復元整備されたとのことです。湯本茶屋一里塚からここまでかなり歩いたと思っていましたが一里なので約4キロしか歩いていないことに少し気を失いそうになりました。さすが峠道です。平坦な道と違い時間がかかります。ここまでもきつかったのですがこれからもっときつくなります。この一里塚から再度石畳が始まります。一里塚から石畳を少し上がると旧東海道が国道1号線の上を渡っています。橋になっているのに石畳のままとなっています。なんとも珍しい。そして県道の方もここ畑宿から見晴茶屋までヘアピンカーブが連続します。箱根旧道7曲がりです。これを突っ切るように旧東の旧東海道が続きます。石畳を上り県道の歩道を歩き県道からの階段を上り県道を歩き階段を上りさらに階段を上り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 登った先の三春峡に案内板がありました。甘酒茶屋まで 1.3 キロ元箱根まで3キロかなり登ってきましたがまだまだこれだけ距離が残っています。今の心理状況ではこの距離はかなり長く感じます。箱根峠に精神的なダメージを受けてしまっているのでしょうかね。ここからは石畳を進んでいきます。そして階段を上ります。登ったこの辺りが当時猿滑り坂だったそうです。この県道を渡って向かい側にある階段をまた登ります。再度県道に合流し石畳風な歩道を歩き茶屋まではあと400メートル程度の距離なのですがここの距離がとても長く感じました。そしてようやく着いた甘酒茶屋です。畑宿からこの茶屋に着くまでに何度心が折れそうになったことでしょう。甘酒茶屋の手前に無料の休憩所があります。無料なのに立派な建物です。土間やいろりがあります。多くの人が入れそうです。甘酒茶屋の後ここで少し休憩をさせていただきました。朝から雨の中をずっと歩いてきて今日初めてのまともな休憩でした。箱根甘酒茶屋です。畑宿と箱根宿の間に位置する甘酒茶屋では地元産のうるち米と米麹だけを使い400年前と同じ製法で仕込まれた甘酒を味わうことができます。海外の方が多く訪れていました。インバウンドを感じます。玉こんにゃくに自家製味噌がたっぷりかけられている味噌おでんと米麹と米のみで作られている甘酒をいただくことに。玉こんにゃくは自家製味噌との相性バッチリでうまくいくらでも食べられそうです。そして飲む天敵とも言われる甘酒は砂糖未使用なのに程よく優しい甘さがありこれもいくらでも飲めてしまいそうでした。権現坂で石畳の下り坂が続くこの道は箱根旧街道を代表する名所の一つです。もうすぐ芦ノ湖です。雨の中での下りの石畳は必要以上に足に力が入ってしまいます。そしてこの細い道を抜けると芦ノ湖なのですが映像がありませんでした。芦ノ湖の遊覧船が写った写真を貼っときます。この先は箱根宿となります。箱根宿は現在の神奈川県箱根島に位置し日本橋から約100キロ離れた10番目の宿場町となります。観光地としても有名なこの場所は現在ではインバウンドの影響で外国人観光客の姿が非常に多く見られます。そしてこの日はあいにくの雨で湖ももやに包まれていたため先へ進みました。一里塚が見えてきました。箱根一里塚です。日本橋から24里目にあたる一里塚となります。一里が約4キロなので約96キロの距離となります。全体の約5分の1を歩いてきました。ここからは箱根でも有名な杉並木の箱根旧街道杉並木となります。この杉並木の道を通り元箱根から大志箱根公園まで約500メートルを歩き箱根の関所へと向かいます。樹齢400年近い杉が400本以上連なる荘厳な並木道はまさに旧街道の風情を感じさせてくれます。そしてこの杉並木は東海道を行き交う旅人たちを夏の暑さや冬の寒風から守っていたそうです。
現代はこの杉並木の真横を道路が並走し、車も走っていて賑やかですが、かつては真横の道路などはなく、この杉並木のみの通り道だったのですよね。騒音もなく静かで、ただただ山道を歩いているという感覚だったのでしょうか。雨が降り水たまりがありますが、足元には丸みを帯びた砂利が敷かれており、意外と歩きやすい道でした。箱根の山あい、芦ノ湖を望む場所に立つのが江戸時代の名高い箱根の関所で、江戸時代を通じて東海道の交通を監視する重要な関所でした。幕府は入り鉄砲に出女を厳しく取り締まり、江戸に持ち込まれる武器や江戸から逃れようとする大名の妻の無断出国を防ぐため厳重な審査を行いました。特に女性の通行は厳しく、女手形と呼ばれる通行許可証を所持する必要があり、記載内容と本人が一致しなければ通行を拒否されたといいます。現在の箱根の関所は当時の資料をもとに忠実に復元されており、関所の中には奉行所や牢屋、女改めの部屋なども再現されています。関所には考察が掲げられ、通行規則や取り締まり内容が明示されていたといいます。芦ノ湖と箱根の山並みを背景に、江戸の旅人たちが緊張と安堵の入り混じった思いでこの関所を通った、そんな時代の息遣いを今もここで感じることができます。箱根宿には本陣が6軒、脇本陣が1軒設けられていたとされています。関所も宿場として名高い場所ですが、意外なことに箱根宿を示す案内板や石碑はほとんどなく、少し寂しさを感じました。そしてこの道を右折したところが箱根駅伝のゴール地点となります。箱根駅伝は毎年お正月の2日と3日に行われる箱根の冬の名物の一つとなっています。そして駅伝のゴール地点から5分程度進んだ場所に足利の石仏群があります。足利集落にある駒形神社から移されたと伝えられる石仏石頭群です。建立に関わった地元住民の名前が刻まれており、当時の地域振興を伝える貴重な文化財となっています。そしてここから再び石畳の参道へと入っていきます。咲坂、明石坂、釜石坂、風越坂、波佐見関坂と続く坂を越え、やがて国道1号線と合流します。明石坂の目の前では国道1号線が横断しており、しゃがんで通過できる程度の通路があります。国道の下をくぐらなくても上から国道を渡ってくることもできそうです。危険を伴うのでしないことをお勧めしますが、ここからの坂は道幅が狭くなり、すれ違いする際にも気を使いそうなくらいです。そして木々や笹に囲まれて石畳を進むこととなります。この辺りでは左右の石は苔で覆われています。最後の波佐見関坂は階段状に補強されているものの、実際に歩くとかなりの急勾配であることがよくわかります。雨が降った後だったので、この山道の石畳は濡れていて滑りやすく、かなり気を使って歩くことになりました。波佐見関坂を登って国道1号に出ると箱根峠までは残り500メートルほどです。途中歩道がない区間を約100メートルほど歩くため、通行には十分な注意が必要です。味噌、こんにゃく、甘酒、そしてカロリーメイトだけではさすがにお腹が空きすぎました。波佐見関坂を登りきったすぐ近くにある道の駅箱根峠で休憩を取ります。白くもやがかった窓の外を眺めながらかき揚げそばをいただきます。波佐見関坂を登りきったところからグリーンベルトに沿って白いもやの中を峠へと進みます。標高約10メートルの小田原宿から標高846メートルの箱根峠を越えて、標高25メートルの三島宿までを含めた約8里の道のりは箱根8里と呼ばれ、東海道の中でも最大の難所とされてきました。標高846メートル、ようやく箱根峠に到着です。濃い霧がかかっており、辺りは一面真っ白でした。ここから先は三島宿までひたすら下るだけとなります。なのですが、実は箱根峠で記録媒体を交換した際に不具合が発生していて、この先の映像が全て消えてしまいました。ものすごくショックでしたが、登るのに最も苦労したこの箱根峠までの映像が無事だったことが何よりの救いです。ということで続きは三島宿の朝からスタートします。次は三島宿となります。おはようございます。本日4日目で天気は晴れとなっています。
そして予報では午後は雨みたいです。昨夜は三島駅近くの道民院三島に宿泊することができました。そして本日ですが、ここ三島宿からスタートし、沼津宿、原宿、吉原宿、蒲原宿の予定となります。三島宿は現在の静岡県三島市に位置し、日本橋から約112キロ離れた11番目の宿場町となります。三島大社の門前町として映えたこの宿場は、箱根越えを無事に終えた旅人たちが山祝いと称して散財したことから大変なにぎわいを見せたと言われています。昨日も立ち寄ったのですが、記録媒体が壊れて録画が消えてしまいました。せめて三島大社の映像だけでも映してから先に進みたいと思います。三島大社は奈良平安時代の文献にも登場する歴史ある神社で、三島という地名の由来にもなったと伝えられています。特に有名なのが伊豆に流された源頼朝が源氏再興を祈願した神社としての逸話です。その後頼朝は旗揚げに成功し、以降この神社は多くの武将たちから厚く信仰されるようになりました。三島宿には1カ所の問屋場が設けられていました。難所として知られる箱根8里を超える荷物や人の往来を支えるため業務は非常に多忙で、馬や人足が常に不足していたといいます。そのため宿役人たちは日々奔走していたそうです。三島宿には2軒の本陣と3軒の脇本陣があったとされています。本町交差点を渡ってすぐの進行方向右側に1軒目の瀬古本陣跡の石碑が建てられています。そして同じ交差点の横断歩道を反対側に渡った同じ位置に2軒目の樋口本陣があります。三島宿の本陣は宿場のほぼ中央に位置し、道を挟んだ両側に2軒の本陣が向かい合って建てられていたようです。両本陣はお互いに株分け規定を取り交わし、諸大名などの常連客を公平に分け合って営業していたとのことです。それにしても今日は天気が良くて嬉しいです。雨続きでしたので。本陣跡から数分進んでくると小さな橋があります。この橋は源平白旗橋となります。橋の下にはとても綺麗な川が流れています。三島は富士山の伏流水があちらこちらで湧き出ているそうです。この橋の下を流れる源兵衛川の源流は楽寿園の小浜池にあります。そしてその小浜池は富士山からの水が湧き出してできた池となります。そして源平白旗橋の横には三島でも有名なうなぎ屋の桜屋さんがあります。営業時間中ですとここ一帯はうなぎの匂いに包まれて食に誘われてしまうのでしょう。三島がうなぎで有名な理由の一つに水質の良さがあります。三島はうなぎの産地ではありません。産地ではないのに美味しいとされている理由には、富士山の伏流水や湧き水が豊富な地域で清らかな水が常に得られる環境にあります。この水を使ってうなぎを数日間生かしてさらすことで、生臭さや泥臭さを消して余分な脂肪分だけ燃焼させることができるそうです。このような手間をかけているから美味しいうなぎをいただくことができるのですね。そしてこの川の横には時の鐘があります。三石神社の境内にあり、江戸時代から町の人々に時を告げてきました。この鐘は第二次世界大戦時に供出されて、現在の時の鐘は1950年昭和25年に市民の有志によって作られたものだそうです。川のすぐそばまで降りることができる階段があります。階段を降りて流れている川の水を近くで見ると、とても澄んでいて綺麗なのが分かります。三石神社の横を細い道が通っています。この三井神社の裏には伊豆箱根鉄道の線路下にレンガに囲まれた可愛らしい祠があります。そしてこの源兵衛川はここから先の川沿いに遊歩道が整備されていて歩くことができます。三石神社の裏手から約1キロの区間ではまるで川の上を歩くような感覚で散策が楽しめるようです。特に夏場は涼しく、地元の人々にも人気のスポットとなっているようです。行きたかったのですが次の宿場に進まなければならないので諦めました。さて、時の鐘から30分ほど進んだところに一里塚がありました。伏見一里塚です。日本橋から数えて29里目にあたります。一里塚は法知寺と道を挟んで向かいにある玉泉寺のそれぞれの敷地内に残されており、一里塚はこの2つで一対をなしています。法知寺側の一里塚は長年の風雨によって原型が損なわれていましたが、1985年昭和60年に改修が行われました。この旧東海道を歩いていて両側にこのような形で塚が存在しているのは珍しいです。
ほとんどは一里塚跡のように解説板や目印程度のものが建てられている程度だったりしますので、そしてこの一里塚の近くには名水百選にも選ばれている柿田川湧き水群があります。沼津藩領東方寺、この柱は沼津藩の東側の領域を示す境界標識として1778年安永7年2月に設置されました。沼津藩主水野忠友によって建立されたものです。柱には西と刻まれており、これより西が沼津藩領であるということを意味しています。方寺とは支配関係者が杭または石などによって領域や領殿の表示としたものを意味すると考えられ、境界の印に立てた杭を方寺杭と呼んでいます。沼津藩領東方寺から20分ほど歩いてくると進行方向右側に空き地のようなものが見えてきました。ここは沼津比叡一里塚となります。沼津市内にあるこの一里塚は日本橋から数えて30里目にあたります。現在は公園として整備されているみたいです。そしてゴミの集積所にもなっているようです。場所的にも都合が良いのでしょうか。まだ回収時間前だったのか、段ボールなどが積み重なっています。そしてこの辺りに出戸川の見附があったそうです。これより沼津宿となります。沼津宿は現在の静岡県沼津市に位置し、日本橋から約118キロ離れた12番目の宿場町となります。かつてこの地には武田氏の拠点の一つ三枚橋城が築かれ、城下町として大いに栄えていました。東海道が整備された当初は三枚橋宿と呼ばれていたのです。沼津城跡、三枚橋城跡です。現在は中央公園内に本丸跡の石碑が建てられており、公園の南東には石垣の遺構が残されています。沼津には戦国時代の三枚橋城と江戸時代に再建された沼津城という2つの時代にまたがる城がありました。1579年天正7年武田勝頼によって三枚橋城が築かれます。しかし1613年慶長18年に当時の城主大久保忠久が世継ぎを残さず亡くなったことで城は一度廃城となります。それから約160年の時を経て1777年安永6年に水野忠友が三枚橋城跡を利用して沼津城を再建。この時宿場の名称も三枚橋宿から沼津宿へと改められました。さらに1872年明治5年には沼津城の建物が競売にかけられ解体されることとなります。中央公園から三々通りを進むと沼津東急ホテル前に石垣の一部が復元されています。これはアゴラ沼津の地下から発見された三枚橋城の本丸入り口付近の石垣の一部を復元されたものとのことです。これは気づかずに通り過ごしてしまいそうです。そしてここからは沼津宿のメイン通りになるかと思います。次の信号までの300メートルほどの長さです。そして当時を気づかせてくれるものとしては本陣跡と脇本陣跡の石碑のみとなります。沼津宿には本陣が3軒、脇本陣が1軒設けられていたようです。本陣跡の通りから1個目の信号を右に曲がり少し進むと見附となります。ここに解説板があります。出口町見附街とのことです。宿場の上方側の出入り口となります。沼津宿はここまでとなります。この道をまっすぐ進み G の原宿に向かうのもありなのですが、少しだけ遠回りします。千本松原で海を見ながら進みたいと思います。そして千本松原の直前に首塚があります。ここは明治33年1900年暴風雨で倒れた松の大木の下から多数の頭蓋骨が発見されました。その後昭和29年1954年に行われた調査により、これらは1580年天正8年に起きた千本浜の合戦に関係するものであることが判明しました。頭蓋骨には深い刀傷が残されており、戦いの激しさがうかがえたそうです。中でも10代後半の若者のものと思われる頭骨が多かったことが特に注目されています。首塚から松林を抜けるとすぐに千本松原の海に出ます。現代では駿河湾の海岸線を遊歩道が整備されています。鹿野川河口から田子の浦にかけて広がる千本松原は松の常緑と白雪をいただいた富士山、そして駿河湾の彼方に沈む夕日といった美しい自然で知られ、白砂青松百選にも選ばれた景勝地となります。戦国時代には武田氏と五北条氏の戦いで切り払われましたが、
瞑想宗与上人が5年の歳月をかけて植え直したと伝えられています。少しばかりこの景色を眺めながら休憩です。さすがにこの場所で休憩しないのはもったいなさすぎると感じました。先ほどの沼津宿のところのコンビニでおにぎりを購入してたので、ここで昼食です。やはりこの景色の中で食べるおにぎりは最高です。この日は雲で富士山は隠れてしまっていたのが残念ですが、波音が心地よく穏やかに癒されながら海岸線を歩くことができました。そして潮風、波音、磯の匂いと海を全身で感じながら歩いたこのわずかな時間がとても贅沢に感じました。この映像の左側には神原宿や由比宿、そして去った峠も映っているのでしょうかね。それにしても本当に眺めのいいところです。贅沢な時間もすぐに終わり、千本松原の海岸線から旧東海道に戻ります。三島から沼津に入るところでもありました法事が西側のこちらにもありました。沼津藩領西法事です。この柱は沼津藩の西の境界を示すために建てられたものです。柱には東と刻まれており、ここより東が沼津藩の領域であることを意味しています。1777年安永6年に沼津藩主となった水野忠友によって翌年の1778年安永7年2月に建立されました。片浜駅前を通過します。この先の踏切を渡ったあたりに見附があります。もうすぐで原宿となります。東海道本線の踏切を渡り少し進んだところに見附があります。探しにくいのですが石碑が立っています。江戸川の東軌道見附で原宿の出入り口となります。実際にはもう少し沼津寄りに位置していたと言われています。原宿の東西の距離は当時で約 2.2 キロありましたが、現在では見附跡とされる場所の間は約 1.4 キロほどとなっています。原宿は現在の静岡県沼津市に位置し、日本橋から約124キロ離れた13番目の宿場町となります。本陣は1軒、脇本陣も1軒が設けられていました。原宿の場所はもともとは現在よりも海岸寄りに位置していました。高波の被害や東海道の整備に伴い1609年慶長14年に現在の場所へと移されました。原宿は規模の小さな宿場でしたが、北側に広がる浮島ヶ原越しに望む富士山の姿が美しく、歌川広重をはじめ多くの絵師たちに描かれた景勝地としても知られています。旧東海道を左に曲がり正面奥に見えるのは松陰寺となります。松陰寺は臨済宗の古刹で創建から約700年の歴史を持つ寺院です。江戸時代には白隠禅師が住職を務めていたことでも知られています。現在は白隠宗として伝えられています。白隠禅師は駿河には過ぎたるものが2つあり、富士のお山に原の白隠と読まれるほどの高僧で、1717年享保2年に松陰寺の住職となり、翌年には京都妙心寺で第一座修行僧の筆頭に就かれました。松陰寺からすぐのところに白隠禅師産湯の井戸があります。江戸時代の高僧白隠禅師の出生地に残る井戸となります。禅師はこの井戸の水で産湯を使い、また早朝に水堀を行っていたと伝えられています。水堀とは冷水を浴びて身を清める修行の一種で、神仏への祈願の際に行われました。原宿には1カ所の問屋場が設けられていました。陣馬の手配や天満役を担う宿場の中心的な施設です。酒造は江戸末期創業の酒造で、白隠正宗という銘柄で知られています。この名は明治17年1884年山岡鉄舟によって名付けられました。白隠禅師は朝廷から正宗国司の号を賜りましたが、その知らせを携え松陰寺を訪れた山岡鉄舟が寺で振る舞われた酒のうまさに感銘を受け、白隠正宗と名付けたと伝えられています。正宗は清酒の代名詞としても使われています。京川の出入り口にあたる錦戸はこの辺りにあったとされています。実際にはもう少し京型に位置していたとも言われています。原宿の道はまっすぐな道が続いています。ずっと先が見えているところを歩くのも辛いものです。進んでいないような感覚になってしまいます。原一里塚跡で日本橋から数えて32里目の一里塚です。前方にカントリーサインが見えてきました。富士市のカントリーサインです。
沼津市から富士市に入ります。愛の宿柏原本陣跡で原宿と吉原宿の中間に位置した愛の宿で柏屋は茶屋本陣として旅人を迎えていました。沼田神殿の一里塚で日本橋から33里目の一里塚です。奥の草むらの中に石碑があります。沼田神殿の一里塚から30分程度進んだ先にお寺があります。このお寺は妙法寺富士毘沙門天と言います。この周辺は江戸時代から製紙業が盛んで、製紙の副産物である紙の端材を利用しただるま作りも行われてきました。妙法寺では旧正月に3日間毘沙門天大祭が開催されます。この時に開かれるだるま市は群馬の高崎および東京の深大寺と並び日本三大だるま市の一つに数えられています。2024年の開催ではおよそ20万人が訪れたそうです。妙法寺から歩いて数分の近くに JR 吉原駅があります。旧東海道は駅の手前で右折し踏切を横断します。吉原宿はかつてここ JR 吉原駅付近に宿場がありました。1639年寛永16年と1680年延保8年の校長により壊滅的な被害を受けました。そのため宿場は2度の移転を繰り返して現在の吉原本町へと移りました。この移転により原宿から吉原宿へ向かう東海道は海沿いの道から大きく内陸へと迂回することになります。それまで右手に見えていた富士山が左手に見えるようになったため、この一帯は左富士と呼ばれる名称となりました。最後の移転先の吉原宿の東木戸は吉原本町駅の近くとなります。木戸とは宿場の出入り口となります。吉原宿は現在の静岡県富士市に位置し、日本橋から約136キロ離れた14番目の宿場町となります。沼川に架かる河合橋を渡ると工場地帯を抜けるような風景となります。江戸時代はこの辺り一帯は立派な松並木が整備されていたそうです。旧東海道のルートを書いた案内があります。国道1号線と東海道新幹線の高架下を抜けたところにも旧東海道のルート案内が描かれた案内があります。 JR 吉原駅近くから吉原宿の出口となる錦戸跡まではこのような案内が立てられているので道に迷うことは少なくなりそうです。そして前方には神社らしき空間が見えてきました。案内が入り口に立っています。左富士神社とのことです。公園にもなっており一里塚でもあるようです。ここは与田橋村一里塚跡で日本橋から34里目の一里塚跡となります。左富士神社の敷地内に石碑が立っており遊具の備わった公園にもなっています。石碑の建てられているエリアは白い石で敷き詰められて神社と公園から分離しているように飾られてます。この神社はもともと悪王寺神社でしたが明治になってから左富士神社に改名したそうです。そしてここは名称左富士となります。通常東海道を江戸から京へ向かう旅では富士山は常に右手に見えるのが普通ですが、ここ吉原宿周辺では道が南にカーブするため富士山を左手に望むことができます。今は工場が建っていますが晴れていたら富士が見えたのでしょうか。このように左富士が見られる場所は旧東海道ではここ吉原と茅ヶ崎の南後の2カ所のみとされています。晴れた日はこの場所の手前の信号を渡る前の位置から見るのが角度的にも良さそうです。突然ポツンと現れたのは旅人や馬の無事を祈って建立された馬頭観音の石碑となります。東海道を往来する人々等の安全を静かに見守っています。交通量も多い道なので正面側を見る際には車等にご注意ください。橋の真ん中に立っています平家越橋となります。前方は雲で覆われています。晴れている日にはこの目の前には雄大な富士山が見えるみたいです。平家越橋から少し進んだところに案内があります。こちらは江戸川の出入り口にあたる東木戸跡となります。吉原宿の玄関口として機能していました。現在はこのように小さな案内がポツンと立っているだけとなります。ここは岳南電車の吉原本町駅です。岳南電車は JR 東海道線の吉原駅から岳南瀬能駅とを結ぶ全長 9.2km の路線を走っています。この駅には隣接するように奥には陽徳寺があります。そして陽徳寺の手前にお地蔵様が並んでいます。
このお地蔵様は身代わり地蔵と呼ばれています。体の病気の治癒をお願いするとその願いが叶ったことからこのように呼ばれるようになったそうです。吉原本町駅から線路を渡り進むと旧東海道の通りの景色は商店街に変わります。吉原宿には本陣が2軒、脇本陣が4軒設けられていました。そしてここ吉原では案内が歩道のレンガに跡が埋め込まれています。これは簡単に見過ごしてしまいそうです。しばらく歩くと左に曲がれとの案内があります。左に曲がり2分程度歩いたところにはまた案内があり右に曲がります。このように曲がる場所にはこのような案内が設置されています。吉田宿のルートは迷うことなく進むことができそうです。試験橋の手前に案内がありました。これには錦戸跡と書いてあります。ここが吉原宿の京型の出入り口ということになります。宿場の西端に位置し旅人の行き来を見守っていた場所となります。前方の道路標識には静岡まであと39キロ、富士駅まで3キロと書いてあります。富士駅を過ぎると富士川までもうすぐのところとなります。旧東海道はここを右に進んでいきます。交通量が減り歩行者にとっては歩きやすい道となります。道路の一角がへこんでおり何やら説明板らしきものがあります。このアレンは愛の宿だったみたいです。吉原宿と神原宿の間の愛の宿で休憩用の茶屋が軒を連ねていたとのことです。名物は白酒、ネギ雑炊、そして肥後ずいきなどがあったそうです。今はそんな面影すらないですね。前方の歩道橋にある道路標識には静岡まであと36キロとなりました。今日の目標の神原宿まではあと何キロなのでしょう。少し気になりました。目の前には富士川の立橋が見えます。そしてここは富士川手前にある水神社となります。敷地内には富士川渡船バートと彫られた石碑が立っています。江戸時代富士川は橋がかかっておらず旅人は渡船を使って川を渡っていました。増水時には渡れず多くの旅人が足止めされることもあったようです。定期的に運航された渡船は6艘、高瀬船は18艘が稼働しており、通行が多い時には寄せ船や助郷船も挑発されたといいます。水神社を出るとすぐ目の前に富士川橋があります。橋には進行方向右側に歩道用のスペースがあり、ここを歩きます。自転車の場合はすれ違うことは難しい道幅です。当時の富士川の川幅はおよそ260軒、約472メートル。通常の流れは50軒約90メートルと20軒約36メートルの2筋に分かれていたと伝えられています。富士川を渡ると旧東海道はここから200メートルほども上り坂となります。途中富士川側を見るとこのような景色が見えます。晴れていれば前方には富士山が映っていたでしょう。坂を登ると前方に黒色の囲いになっている建物が見えてきます。旧小林本陣です。休憩する本陣とのことで、ここは愛の宿になります。この愛の宿、岩淵は東海道と身延道が交差する交通の要衝に位置していました。時分は大名の休憩所小休本陣として建てられた施設で、建築当時の柱の配置や構造材が今も残されており、国の登録有形文化財に指定されています。旧小林本陣から500メートルほど進んできたところに一里塚があります。岩淵の一里塚で日本橋から37里目の一里塚です。旧東海道がカーブしているところに塚があり、少し迫力を感じます。ここの一里塚は道の両側に塚が残されていて、とても珍しいと思います。前方の道は少しマス型になっているような道に見えます。見附か木戸でしょうか。説明板には神原宿の東木戸跡となっています。神原宿の江戸川の出入り口で、かつての宿場の玄関口でした。本日4日目はここ神原宿の入り口までとなります。そして本日の宿泊先は少し戻った吉原宿エリアの近くでホテルを予約できました。電車で吉原本町駅まで戻ります。本日の宿泊先は富士ビジネス旅館
南となります。おはようございます。本日5日目で天気は晴れです。本日は蒲原宿をスタートし、由比宿、興津宿、江尻宿、府中宿を経由して丸子宿でゴールとする予定です。宿泊したホテルから昨日のゴール地点とした蒲原宿まで電車で移動します。とても良い天気で富士山がこんなにも美しく見えています。吉原本町駅から岳南電車に乗り JR 吉原駅に向かう電車の中からこのような素敵な景色を見ることができます。東海道本線に乗り換えても富士山はまだまだ見ることができます。この鉄橋は昨日渡った富士川を渡っています。昨日は雲で見えませんでしたが、富士山はあのような位置に見えていたのですね。新蒲原駅ももうすぐです。蒲原宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約147キロ離れた15番目の宿場町となります。江戸に向かう旅人たちが富士川の川止めの際に宿泊するため、宿場は大変にぎわったと伝えられています。歌川広重の東海道53次蒲原宿は雪景色で描かれていますが、実際のこの地域は東海地方でも比較的降雪の少ない場所となります。現在の蒲原宿にはところどころに趣ある家屋が残されており、風情ある街並みを今に伝えています。新蒲原駅から旧東海道に戻ると、白くひし形の模様のような壁の建物が視界に入ってきます。この家は元は様屋という商家だったそうです。町屋によく見られる塗り家造りで、壁は塗り壁になっています。塗り家造りは土蔵造りより壁が薄いものの防火性が高く、昔は贅沢な建築とされました。もともとは城郭建築の技術が元で、江戸時代末期から一般に広まりました。生子壁の白黒の対比や黒塗りの壁、整った屋根の並びによって重厚で趣のある外観を形作っています。そしてこちらは吉田家で和菓子を作る商家だったとのことです。建物の中を開放し展示しています。柱がないので広々としています。ここの建物は江戸時代泉屋という上旗子として営業していました。建物は天保年間1830年から1844年に建てられ、安政の大地震にも倒壊せず残ったそうです。当時は一つの建物でしたが、現在は正面から見て左側が鈴木家、右側がお休み処としてそれぞれ別の建物に分けられています。お休み処では当時の建物構造を見学することができます。この日は朝早かったため店舗は閉まっていました。道を挟んだ反対側には蒲原宿の西本陣跡があります。蒲原宿には本陣が1軒、脇本陣が3軒設けられていました。この黒塗りの板塀に囲まれた立派な門構えは平岡本陣跡で、現在は個人宅となっています。本陣から200メートル程度進んだ先には幕府の法令や禁令を掲げる考察場が設置されていました。そして道の反対側には御殿道跡の案内板が立っています。この辺りには徳川家康が建てた蒲原御殿があったそうです。そしてこの左側にある建物は蔀戸のある志田邸となります。かつて味噌や醤油の醸造を営んでいた商家で、安政の大地震の直の地に再建された建物です。建物には神社仏閣や古民家に見られる蔀戸と呼ばれる伝統的な建具が残されています。蔀戸とは上下2枚の格子戸で上部は投げしに吊るし、下部は柱間に差し込む構造です。昼間は上げて採光や目隠しに、夜間は下ろして戸締まりの役割を果たしました。志田邸は国の登録有形文化財に指定されています。現在は東海道町民生活歴史館として一般公開されています。蒲原宿は当時の面影を残す建物が多いように見えます。歴史を感じたり触れたりすることもできそうで、歩いていて楽しいです。旧東海道は県道に合流します。この合流地点に錦戸跡があります。ここが蒲原宿の上方側の出入り口となります。蒲原宿は東海道の交通の要所として旅人を支え、今もなお当時の面影を色濃く残す宿場町となっています。前方に見える歩道橋に道路標識があります。静岡まで27キロ、由比まであと3キロとなっています。由比までもうすぐです。東名高速道路の高架をくぐると神沢交差点が見えます。この交差点を左方向に進むと由比宿方面となります。
前方の道はなんだか少し歪んだような形をしているように見えます。ここは由比宿の東増形跡となるみたいです。説明板がありますが汚れています。江戸川の出入り口がこの場所にありました。敵が一気に攻め込んでくるのを防ぐため道は増形に曲がり木戸も設けられていました。考察場もこの付近に設置されていたみたいです。由比宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約151キロ離れた16番目の宿場町となります。宿場の全長はおよそ600メートルと小規模で、近隣の村からの支援によって運営されていた宿場でした。町並みには雨や日差しを防ぐ世界造りと呼ばれる格式ある伝統建築が今も残されています。由比の出入り口のすぐ近くに五七里役所跡があります。これは紀州徳川家が重要書類を伝えるため約7里約 28km ごとに設置した飛脚継ぎ立て所となります。江戸から和歌山の約146里約 584km との間に23カ所の役所を置き、選抜された武士2名が配置されていました。特急便であれば4日足らずで和歌山まで届いたそうです。距離が半端じゃないです。由比宿には本陣が1軒、脇本陣が1軒ありました。本陣は大名や幕府の役人など身分の高い旅人のために設けられた特別な宿泊施設です。由比本陣は街道に面せず石垣と木塀で囲まれた独特の構えでした。敷地はおよそ1300坪、内部には物見塔や本陣井戸が残っています。現在その跡地には由比本陣記念館が建てられており、江戸時代の旅文化や由比宿の歴史を学ぶことができます。建物は伝統的な和風建築で整えられており、黒塗りの塀や瓦屋根が往時の雰囲気を感じさせてくれます。この由比本陣記念館は復元された建物となります。本陣の門を出た右手の石垣には水路が沿っていて、馬のための水飲み場となっていました。本陣跡をはじめ当時の面影を感じさせる建物が街道の雰囲気とともに現在も残されています。本陣のほぼ隣には家宿問屋バートがあります。現在は和菓子屋さんになっています。この場所には宿場の物流を担う問屋場が設けられていました。問屋場は幕府の書状や荷物を次の宿場まで届ける飛脚業務、幕府の公用旅行者や参勤交代の大名の馬や人足の世話、旅人の宿泊、荷物の運搬手配など宿場の中枢でした。ここの場所は由比川に架かる由比川橋のところにいます。由比宿の西増形跡となり、由比宿の京型の出入り口となります。京型の出入り口にも増形が設けられており、防備が固められていました。現在の由比京は歩道部分がウッドデッキみたいなデザインの作りになっています。そして橋の途中にはベンチが設置されています。世界造りと下り下魚は由比京で多く見られる建物です。世界造りは軒先を長く出した屋根を支えるために平の木下帯腕木をつけたし出し下駄とし、垂木を置いたものとなります。下り下魚とは平の木下駄の両端が風雨による腐食を防ぐための仕組みで、運搬型の板に若葉花鳥などを彫り込み装飾も兼ねています。由比は本陣記念館や当時の面影を残す建物など歩いていても退屈しないです。この先には景色の良い去った峠もありますし、そして由比といえば桜エビです。近年の冷凍技術の進歩により1年を通して新鮮な桜エビを味わえるようになりました。漁期は春と秋だそうです。由比駅まで来ました。もう少しで去った峠に入るのかと思いきや、入り口までにはまだまだ距離がありました。由比駅を過ぎてから少しすると歩道橋を渡ります。渡った先の道幅は細くなり、旧東海道らしい道幅となります。去った峠の入り口までは由比駅からおよそ2キロありました。駅のところから入り口まで数百メートル程度かとなぜか勘違いしていました。目の前が開け、山が見えてきます。峠が始まるのかと思いきやまだのようです。旧東海道はあの山の左側を海に沿って迂回するように道が伸びています。海を横目にし歩いていると無料休憩場が見えてきます。この休憩所では目の前は青空と海、そして東海道本線、国道1号、東名高速、さらに来た道を振り返ると富士山と桜が咲いています。素敵な景色です。ようやく峠の入り口がある愛の宿に入りました。去った峠の登り口にあたる愛の宿はかつては10軒ほども茶屋が並んでいたといいます。
峠入り口のすぐ手前には明治天皇がご休憩されたという脇本陣跡があります。さあ、ようやく峠道に差し掛かります。そして入り口に一里塚があります。西倉沢の一里塚で日本橋から40里目となる一里塚になります。ここまで来るとやっと着いたという気分になります。しかしここから峠まではさらに 1.3 キロひたすら上りが続くのですが、春休みの土曜日だったこともあり、ロードバイクやバイク、車の通行も多く見られました。天気に恵まれたこの日は登るたびに美しい景色が広がり、徒歩旅の醍醐味を実感できました。徒歩の良い点は好きな場所で立ち止まって景色を堪能できることかと思います。まあ上り坂に疲れて立ち止まってしまうってのが本当のところなのですが、でもこれだけ天気が良いと上り坂がかなり辛くてもこの景色が最高で足を進めたくなります。車の場合は停車するスペースが必要ですし、バイクは坂道での停車は厳しいですし、しかもこの道は狭いです。峠道の両脇にはみかん畑があります。この急斜面のみかん畑を一本のレールが縫うように敷かれています。みかんの運搬で活躍するモノレールです。稼働しているところを見るために収穫時期にも来てみたくなります。峠まであと少しです。由比宿と興津宿の間にある幸田峠は富士山、駿河湾、鉄道、高速道路を一望できる絶景スポットです。歌川広重の浮世絵にも描かれており、今もその風景を実際に見ることができます。江戸時代この峠は親知らず子知らずとも呼ばれる難所でした。その由来には様々な説がありますが、断崖絶壁の危険な道を命がけで通ったことを物語っています。2022年6月、展望台付近で土砂崩れが発生し一時通行止めとなりましたが、復旧工事が完了し2025年1月24日より再び通行可能となりました。幸田峠展望台からの眺めはまさに絶景で、ここまでの苦労が報われる瞬間です。疲れも一瞬ですが吹き飛びます。それにしても今日は天気も良く、晴れて富士山もはっきりと見えています。今見えているこの景色はぼんやりと眺めていられます。幸田峠の駐車場から興津川の歩道は細く舗装されていない道となります。そして一部の場所はこのように道幅が狭く横は急な斜面となっています。晴れた日はこの峠道はどこを歩いていても景色が良くて気持ちのいいハイキングコースです。幸田峠を越え興津宿へ向かう道は未舗装の急な下り坂です。狭い階段状の歩道ですが、舗装路までは5分程度とすぐ降りることができます。降りてくるとお墓のようなものが見えてきます。どうやら墓地の横に旧東海道が通っているようです。そしてここは当時興津川を渡るための川越跡です。当時旅人は両岸の川会所でご視察を購入し、年代や手足の肩に乗って川を渡っていました。水量によりご視察の価格は変動したようです。由比宿と幸田峠の道中は絶景と歴史が融合したまさに東海道随一のハイライトでした。次は興津宿となります。今日から江戸へ向かう旅人にとっては幸田峠越えを前にここ興津宿で旅装を整えることが一般的でした。江戸時代には富士川の川越や幸田峠といった難所を控え、さらに身延山へ向かう街道が分岐する交通の要所でもあったことから大いに栄えました。また興津川流域では和紙の生産が盛んで、江戸時代中から後期には和紙の集産地としても知られていました。さらに興津はあんこ作り発祥の地としても伝えられています。1900年、明治33年、地元出身の北川雄作が機械による製あん技術を確立し、現代の和菓子産業の礎を築いたと言われています。興津宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約160キロ離れた17番目の宿場町となります。前方に石碑のようなものが立っています。東本陣跡がここにあります。興津宿には本陣が2軒、脇本陣も2軒あったとされています。本陣跡のすぐ近くに宮様まんじゅう本舗塩屋さんがあります。明治30年創業の老舗和菓子店みたいです。あんがぎっしり詰まった一口サイズの宮様まんじゅうが看板商品です。今回は
いちご大福と味噌まんじゅうの2種類を購入しました。今夜のホテルで味わうのが楽しみです。まんじゅう屋さんから10分ほど歩いてきたところにお寺があります。清見寺です。このお寺は約1300年前の白鳳年間7世紀後半天武天皇の時代に東北の蝦夷に備えるため清見ヶ関が設置されました。その関所の守りとして建てられた仏堂が現在の清見寺の起源と伝えられています。この清見寺は徳川家康にもゆかりのある名刹です。また山門と総門の間を東海道本線が横切るという非常に珍しい光景を見ることができます。これは1889年明治22年誘致運動の末に開業した興津駅の敷地が清見寺の境内を通ることになったためです。景観が損なわれたことに対し保証金が支払われましたが、当時の住職はこれを献納したと伝えられています。興津宿は東海道の要衝として旅人の足を支え、和紙や和菓子の文化も育んだ風情ある宿場でした。次は江尻宿となります。この交差点に江戸川の出入り口となる江尻宿東木戸跡があるはずだったのですが、石碑などの目印は見つけられませんでした。ここから江尻宿に入ります。この交差点から目と鼻の先に丸亀うどんがありました。朝から何も食べていませんでしたので、今日はこの丸亀うどんで食事することにしました。かけ大とかき揚げをいただきました。短時間で食べることができるのは便利です。江尻宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約165キロ離れた18番目の宿場町となります。駿河湾に注ぐ巴川の河口付近に発展した宿場で、戦国時代には武田氏によって江尻城が築かれ城下町として栄え始めました。清水港にも近く、江戸時代には江戸への物資集積地として大変にぎわいを見せていたといいます。また幕末の侠客として知られる清水野次郎長ゆかりの地でもあります。江尻宿には本陣が2軒、脇本陣が3軒あったと伝えられています。現在この周辺は商店街の雰囲気がありますが、歩いているとこの風景に何か違和感を感じました。空が妙に開けてるように感じるのです。よく見ると電柱と電線がないのですね。電線が地中に埋設されており、上空の視界がすっきりとしていました。電線があるとないとでは目に映る街の景色は全然違ってきますね。目の前の空間が広く感じます。ここの魚町交差点を左に進むと橋が見えてきます。稚児橋です。巴川を渡った場所に船考察跡がある予定だったのですが、見つけられませんでした。船考察の立て札があった場所は今はマンションが建っています。河川交通の重要な場所であった稚児橋付近に船考察が建てられていました。暴風などの時には助け舟を出して難破させないようにすることや、船が破損している時は近くの人たちは力を合わせ荷を引き上げること、協力した人に褒美をすることのように水難救出救助についてのお触れが書かれていたそうです。江尻宿は海と街道が交わる場所として人と物の流れを支え、現代にもその歴史の余韻が残る宿場町です。次は府中宿となります。前方の歩道橋の下に何やら石碑のようなものがあります。府中宿東見附と書いてあります。ここは府中宿の江戸川の出入り口だった場所となります。府中宿は現在の静岡県静岡市葵区に位置し、日本橋から約175キロ離れた19番目の宿場町となります。徳川家康のお膝元として知られるこの地は、家康が征夷大将軍就任からわずか2年で将軍職を嫡男秀忠に譲った後、さらに2年を経て駿府省へ移り住みました。その後亡くなるまでの10年間、大井御所として実権を振るいます。府中は江戸同様の首都となった後、最大規模の宿場へと成長をしました。新静岡駅付近まで来ると突然人の流れが増してきたように感じました。この日はちょうど静岡祭りが開催されており、街は多くの人でにぎわっていました。私が通った時間帯には音楽パレードが行われており、華やかな雰囲気が漂っていました。このパレードをする距離は長いと思うのですが、演奏されている方々は楽器を自分で持った状態で演奏しているのですよね。ドラムとか重そうですし、何より歩きながら演奏するのって大変な気がします。日頃の練習も大変そうです。静岡伊勢丹の一角に復元された考察場が設置されています。幕府の法令や禁令を掲げていた考察場が復元されています。
昔も今も多くの人が行き交う通りとなっています。今日はお祭りなのでさらに多くの人が行き交っています。安倍川の近くにお餅屋さんのあります。関部屋は文化元年1804年創業の老舗で、静岡名物安倍川餅を昔ながらの製法で作り続けています。安倍川餅は徳川家康が名付けたとされ、きな粉と砂糖をまぶした餅やこしあんで包んだもの、わさび醤油で食べる辛み餅などがあり、店内でつきたての柔らかい餅を味わえます。休日には遠方からの観光客で行列ができることもあり、人気の土産品としても親しまれているそうです。目の前にはトラス橋の安倍川橋が見えてきました。江戸時代、架橋が禁じられていた川で旅人は川越人足に背負われて川を渡っていました。渡し賃は川の深さに応じて6段階に分けられていました。明治7年には地元の実業家宮崎宗吾氏が私費で木橋安水橋を架け、後に県が整備を引き継ぎ、大正12年に東海道に橋が完成します。その橋が現在の安倍川橋の前身であり、現在の橋は3代目となります。橋長491メートルで1923年大正12年に竣工し、2023年で100年を迎えています。国の登録有形文化財に指定され、戦勝土木遺産にも認定されており、美しいトラス構造が特徴です。橋を渡ると丸子宿までももうすぐの距離です。目の前に道路標識が見えます。浜松まで74キロ、藤枝まで17キロ。74キロ先の浜松はあさってには通過していたいですね。国道1号線に合流し、目の前の歩道橋につけられている道路標識には、この先マリコは左と案内が出ています。信号の見える里交差点を国道1号線から左の方へ進んでいきます。そしてしばらく歩くとマリコ交差点に突き当たります。右手に交番があり、この交番の裏にマリコ宿と書かれた案内がありました。マリコ宿の入り口である見附はもう少し先なのですが、本日はここまでとします。予約したホテルに向かうことにします。東静岡駅までバスと電車を利用して戻ります。明日はまたここから再開します。本日は東静岡駅の静岡ホテルと木住家に宿泊します。おはようございます。本日は静岡県のほぼ全域で一日中雨予報でしたので、様子見と朝食と時間調整を兼ねてホテル近くのマークイズ静岡へ向かいます。ロッカーに荷物を預け朝食へ。平日の開店直後だったため店内は空いていて席が選び放題でした。さて朝食に選んだのはカツ丼です。そして大盛りです。ごちそうさまでした。天気を確認すると午後は小雨に落ち着きそうなので、昨日の続きであるマリコ宿へ向かいます。本日はマリコ宿をスタートし、岡部宿、藤枝宿を経由して島田宿でゴールとする予定です。スタートが遅めだったこともあり、本日はいつもの半分くらいの距離を進むこととなります。ここから静岡駅までは静岡鉄道の静岡清水線で移動し、新静岡駅から昨日の地点へはバスで移動します。バスを降り、旧東海道をしばらく歩いたところの交差点の先に何か標柱のようなものが見えます。交差点を渡りそちらに向かいます。やはり石踏みみたいです。それにしても昨日までは雨だった天気予報も今日は変わって止んでくれたのが本当に嬉しいです。足は痛いのですが少しでも先に進みたいですからね。マリコ宿と書いてあります。東木戸まで230メートルと書いてあるので、マリコ宿の入り口まではまだ230メートル先ということですね。そしてマリコ宿周辺の案内図もあります。一里塚跡の石碑がありました。マリコ一里塚跡です。日本橋から46里目となります。一里が約4キロなので日本橋から184キロの距離となります。かなり歩いてきました。標柱があります。マリコ宿見附跡のようです。江戸川の宿場の出入り口にあたる見附があった場所で、ここからマリコ宿となります。江戸時代の東海道三大名物は新井宿のうなぎかば焼き、マリコ宿のとろろ汁、桑名宿の焼きはまぐりと言われていました。このうちのとろろ汁がマリコ宿の名物として知られています。マリコ宿は現在の静岡県静岡市駿河区に位置し、日本橋から約184キロ離れた20番目の宿場町となります。東海道中で最も小規模な宿場でありながら、鎌倉時代からの長い歴史を持っています。こちらの標柱はマリコ宿について説明しているものみたいです。
マリコ宿についての図もここに書かれています。そして歩いていると左側に標柱と筆跡があります。脇本陣跡と書かれています。マリコ宿には本陣が1軒、脇本陣が2軒あったと伝えられています。この脇本陣は明治天皇のご休憩場所にも使用されたようです。向かい側にも標柱があり、問屋場跡と書かれています。かつて問屋場が設けられていた場所ですが、現在は遺構や案内板などの情報はほとんど残されていないようです。そして右側を見ると大きめの石碑が立っていました。七里役所跡です。東海道沿いに七里約28キロごとに設置された七里役所の一つで、由比宿にも同様の役所がありました。三大名物の一つとされるとろろ汁の丁子屋は1596年慶長元年創業で400年以上もの歴史あるお食事亭です。地元農家の自然薯を使ったとろろ汁となります。歌川広重が東海道53次マリコで丁子屋を描き、松尾芭蕉は梅若葉マリコの宿もとろろ汁という句を読むほど有名な店でした。マークイズ静岡で食べたカツ丼がまだお腹の中にいたため、お店には入りませんでした。お店の方は人の出入りが多いです。さすが人気のお店です。国道1号線にある道の駅宇都宮峠を通り過ぎてきました。そして進行方向の目の前には宇都宮トンネルが見えます。ここは国道でもあるため交通量が多いです。このトンネルの手前を右に進む県道に沿って国道1号線から外れて歩きます。交通量は減り、一帯は静かになります。前方を見ると県道は緩やかな上り坂になり、左にカーブしています。このカーブを曲がりきった先も上り坂が続きます。そして前方には左に進む道があり、その分岐地点には案内板が設置されています。ここは宇都宮となります。左に進むところから前方に建物が見え始め、この集落の趣を感じます。道路も石畳風に舗装されており、景観もとても大切にされているように感じます。宇都宮はマリコ宿と岡部宿の間にある愛の宿として機能していた集落です。今もなお当時の面影を残す風情ある家並みが続いています。かつては厳しい峠越えの前後で旅人が休憩を取った集落でしたが、現在では国道がトンネルで宇都宮峠を通過し、メインストリートから外れて人通りが少なくなった集落という感じでしょうか。集落内は木造の懐かしい造りの家が多く、風情ある街並みとなっています。地元では街並み保存に力を入れているらしいです。この階段に変わるところから勾配はさらにきつくなっていきます。階段の長さは長くもないのですが、かなり息を切らしながら登りました。階段を上がるに従って苔も増え、階段が緑色に染まっていくように感じます。この苔の生え具合もなんだかいいですね。階段を終えて振り返ると集落を見下ろすくらいの高さに来ていました。そしてさらに石畳風の道路を登っていきます。坂を登ったところは T 字路となっています。旧東海道は右となっていますが、今回は明治のトンネルを通りたく左に進みます。しかし道路には桜の葉がたくさん落ちています。午前の雨で散ってしまった花びらなのでしょうか。道はどんどんと登っていきます。右側の石垣にも苔がついて緑色になっています。上に従ってどんどんと緑色に包まれていくようです。そのような景色の中、ポツンとオレンジ色の光が視界に入ってきます。明治のトンネルが見えてきました。レンガ造りでレトロ感満載のトンネルとなっています。オレンジの照明はありますが、思った以上に中を歩くと暗いです。岡部宿には宇都宮集落を抜けた先の宇都宮峠を越えて向かいます。宇都宮峠には時代ごとに整備された計6つのルートが存在しています。スタの細道、旧東海道、明治トンネル、大正トンネル、昭和トンネル、平成トンネルです。今回は明治時代に開通したトンネルを通って岡部宿を目指します。明治のトンネルは明治9年1876年に開通した日本初の有料トンネルとなります。1997年平成9年には現役のトンネルとして初めて国の登録有形文化財に指定されています。レンガ造りのレトロな雰囲気が特徴で、トンネル内部はオレンジ色の照明で幻想的な空間が広がっています。このトンネルの長さは223メートルなので、歩いても2分半くらいで通過できるのですが、薄暗さが関係しているのか長く感じました。そしてこの明治のトンネルの上を旧東海道が峠越えしています。トンネルを抜けて進むと左折する道があります。
これを左に進むと旧東海道の峠道と合流します。左の道は途中まで舗装された道となっています。落ち葉と午前中の雨で道は濡れていて滑りやすくもなっています。旧東海道と合流する地点で案内図の書いてある史跡が建てられています。そして旧東海道と合流した地点からは下りになります。このような林の中を歩く道となっています。なので歩く周囲は静かなのかと思いきや、先ほど分かれた国道1号線がこの下を走っているので車などの音が聞こえてきます。それにしてもこの道は人通りが少ないので少し寂しい気分にはなります。下り坂で一組の老夫婦とすれ違ったのみでした。そして下っている途中にヒゲ大木碑があります。この東海道を通行する旅人の交通安全や天下太平を祈って建てられたものとのことです。それだけこの道を通ることが大変だったということなのでしょうか。そして左側の坂道を降りてきました。この道は舗装された道に合流します。この舗装された道はツタの細道となります。峠越えする6つのルートの1つの道に合流しました。この旧東海道の左を流れる川は岡部川となります。川沿いには桜が植えてあり、時期もあって満開の状態の桜を左に見ながら歩くことができています。曇っていたのが少し残念ですが、とても良い眺めで疲れを忘れさせてくれます。このような道で歩道としては白線が引かれているだけですが、交通量は少ないので一人で歩く分には車に神経を取られずに歩くことができます。歴史を感じながら歩くことのできる鞠子宿と宇都宮の道は静かながらも味わい深い時間を与えてくれます。次は岡部宿となります。道路の右側の低い位置に石碑かと思いましたが、枡形跡の解説があります。そしてここには木戸が設けられ、アギは6つに開け、暮れ6つに閉じました。ここは岡部宿の入り口となります。岡部宿は現在の静岡県藤枝市に位置し、日本橋から約190キロ離れた21番目の宿場町となります。今日からの旅人にとっては次に控える難所宇都宮峠を前に準備を整えたり体を休めたりするための重要な場所でした。一方江戸からの旅人にとっては宇都宮峠を越えた後にたどり着く安堵の地であり、ほっと一息つける宿場でもありました。目の前左側に見える建物は旅籠屋となります。1836年に建てられた大愛宕芝屋は江戸時代の宿場町の面影を今に伝える貴重な建物です。現在は歴史資料館として一般公開されており、店の間商いのための部屋のこと、台所、1、2階の客室など当時の様子を間近に見学することができます。敷地内には土蔵を改装したギャラリーやカフェ、さらには地元の特産品や軽食を扱う物産館も併設されています。主人の部屋である仏間には高時計と呼ばれる時間計測の道具が展示されています。ジグザグ模様に並べられたお香に火をつけ、その燃え尽き具合で時間を計る仕組みです。すべて燃え尽きるまでに約3時間かかり、かつては1時間ごとに異なる香りに変えて時間の移ろいをこの香りで感じていたそうです。風流でありながら実用性も兼ね備えた江戸時代の知恵が感じられます。そしてこちらに見えているのは本陣跡となります。岡部宿に2つあった本陣のうちの1つで、うちの本陣跡となります。このように表御門と塀が立っていますが、これらは推定復元されたものとのことです。そして門の向こう側は公園となっていて、岡部宿うちの本陣史跡広場として整備されています。本陣跡から5分程度歩いてきたところに石碑が立っています。考察場跡で、ここには当時幕府の法令や通達を掲示するための考察場が設置されていました。宿場の中心的な広場で人々が重要な情報を得るための場所でしたので、当時のここは人通りが多かったのだと想像できます。本陣から1キロほど進み、ここ岡部市署前交差点まで歩いてきました。岡部宿の出入り口に枡形跡がありましたが、これは可燃手とも言います。枡形可燃手は道を直角に曲げてたやすく進入をさせないようにと軍事的な目的で宿場の出入り口に設けたものとなります。各宿場の案内などでも枡形もしくは可燃手で説明されています。右側の道路標識には島田まで15キロと表示されています。今日のゴールは島田宿なのであと15キロですね。話を戻し枡形の続きですが、軍事目的以外として大名行列同士が道中勝ち合わないようにするための役割もありました。
これ勝ち合うと格式の低い方の大名は籠から降りて挨拶するのですが、行列を指揮する友頭にとっては主君を籠から下ろすことは一番の失態となります。このため宿場に入る前の枡形や可燃手を利用し、行列の見えない状態とし、勝ち合いそうな場合には休憩などを装い別の場所に緊急避難するなどのように利用していたそうです。岡部宿は峠を挟んで東西の旅人の足を支えた静かで趣ある宿場町です。次は藤枝宿となります。気がつくとすでに勝草橋まで来てしまっていました。藤枝宿は現在の静岡県藤枝市に位置し、日本橋から約196キロ離れた22番目の宿場町となります。江戸時代以降は田中城の城下町としても栄え、宿場としてだけでなく政治や経済の拠点としても重要な役割を担ってきました。藤枝宿の特徴は他の宿場と異なり、町や村単位で構成されていたのではなく、志田郡と増津郡のうち街道に面した6つの町が共同で宿場の機能を担っていた点です。このため問屋場が宿場の中心から離れ、田中城に近い場所に設けられていたと言われています。藤枝宿には本陣が2軒ありましたが、脇本陣は設置されていなかったようです。ここは勝草橋となります。江戸時代は川の対岸に渡る手段として川越しが行われていました。川越しは橋を架けたり渡船を設けずに、川越し人足の肩車や連台などで渡渉させたことを言います。明治時代の1870年明治3年になると川越しが廃止され、渡し船と軽板の2つの方法で通行が行われるようになりました。1875年明治8年に初代の勝草橋が誕生しました。現在の橋は2003年平成15年に架け替えられた橋となります。瀬戸川の両岸には桜の木が植えてあり、見頃な状態となっています。奥の方まで桜が植えられて咲いているのが分かります。そしてこの瀬戸川の水量は見た目ですが少ないように見えます。一里塚跡の横にある藤枝宿の案内板を見ると、すでに錦戸跡も過ぎているみたいです。いつの間にか藤枝宿に入っていつの間にか出ていたみたいです。なんてこったです。藤枝宿は政治と交通の要所として発展し、独自の宿場システムと城下町としての顔を持ち合わせた個性あふれる宿場町だったようです。次は島田宿となります。説明板が家の敷地内にあります。枡形跡で見附の施設も備わっていたようです。ここが島田宿の入り口となります。島田宿は現在の静岡県島田市に位置し、日本橋から約205キロ離れた23番目の宿場町となります。箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と謳われたように、大井川は東海道の難所の一つでした。大井川の左岸江戸川にあるため、増水で大井川の川越しが禁止されると、お伊勢参りなどの江戸から京都方面へ登る旅客が足止めされるため、江戸のようなにぎわいを見せたそうです。長雨により滞在費と遊興費に所持金を使い果たすことも珍しくなく、そのため所持金がなくなったり宿が満員になった際に家を借りた名残で、島田の旧東海道沿いには岡里屋という地名があります。川越の禁止は最長28日間川止めされたという記録が残っているそうです。説明板があります。島田一里塚跡のようです。日本橋から52里目の一里塚跡となります。旅人にとっては距離の目印となる大切な存在でした。かなり日が暮れてきてしまいました。目の前の標識を見ると島田駅までは 0.9 キロと書いてあります。本日のゴールまで目と鼻の先です。そして本日のホテルは島田駅の近くなので、ほぼこの距離と同じです。最後の力を振り絞りたいと思います。一里塚から少し進んできたところに問屋場跡があります。立派な石碑が立っています。問屋場は宿場の中心となる施設で、主に公用の文章や物品、公務旅行者に民宿や天満を提供し、継ぎ立てを行う施設でした。島田宿問屋場には長である問屋、その補佐役の年寄り、事務担当の長付け、人足や馬方の指揮をする人差し、馬差しと呼ばれた宿役人が月交代で詰めていました。肉眼ではかなり暗くなっています。そんな中、進行方向右手に何やら時計台が見えてきました。この時計はからくり時計だそうです。決まった時間に人形が踊り出すそうです。そしてこのからくり時計の横に説明板があります。島田宿本陣跡になります。島田宿には本陣が3軒、脇本陣は設けられていなかったようです。
本陣とは幕府の高官や公家、大名、旗本、高僧など支配層の人々が休憩や宿泊するために各宿場に設けられた施設です。民家の壁に食い込むように説明板が立ててあります。増形と筑西入り口とあります。こちらは今日上方側の宿場の出入り口にあたる西光家があった場所です。島田宿の西入り口には川沿いに土手で囲い、東側は昇格寺入り口の工事で囲った例の少ない増形の見附が設けられました。本日は島田宿までとなります。今日のホテルはこの増形跡から数分で着く距離なのでとても嬉しいです。本日宿泊するホテルはホテル123島田です。おはようございます。本日7日目、外はご覧の通り晴れていて快晴となっています。見渡す限りの青空でこれだけ晴れていると気持ちがいいです。さて、準備も済ませて今日も出発いたします。昨夜宿泊したホテルはこのホテル123島田となります。本日はここ島田宿からスタートし、金谷宿、三坂宿、掛川宿、袋井宿を経由し見附宿をゴールにします。最初の訪問先は大井川の川越遺跡となります。ホテルから1キロ程度なのですぐに着きそうです。旧東海道でもある県道を歩いていると目の前に標識が見えてきました。大井川川越遺跡は左との案内があります。朝早いからかまだこの時間は車の交通量も少ないです。左方向の旧東海道を進みます。この道は歩道が広くて歩きやすいです。ここから800メートル程度の距離で本日最初の目的地に着きます。ここからはタイムスリップでもしたかのような景色に変わります。ここ大井川は箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と読まれたように、江戸時代大井川は東海道の難所の一つでした。江戸時代、旅人が大井川を渡るには川越人足に肩車をしてもらうか、連台と呼ばれるみこしのような乗り物に乗って対岸まで担いでもらう必要がありました。この川越遺跡では当時の川越に使われた料金所川海所や川越人足の待機場所である晩宿などの様子が再現されています。大井川川越遺跡は1966年昭和41年8月1日には国指定史跡に指定されました。最盛期には島田と対岸の金谷を合わせて1000人ほどいた川越人足を10組に分けて各組の待機場を1番宿から10番宿と呼んでいました。現在は2番宿、3番宿、6番宿、10番宿の4つの番宿が復元されているようです。左に立っている建物を見てみたいと思います。この建物は川越人足の待機場である3番宿です。一般公開されている宿です。まだ朝の7時前というのに中を見ることができるのは嬉しいです。中に入ると待機場の中はこんな感じになっているのですね。そしてひな人形が展示されていました。10番宿前を通過します。10と書かれたのれんがかかっています。そして中には3番宿と同じでひな人形が展示されています。量も多いですね。この宿も一般公開されている宿なのですね。今度は左側に中と書かれたのれんがかかっている建物が一般公開されているようです。これは仲間の宿で主に各番宿の代表者や年配の川越人足たちが集まって相談元や会合を行う場所として利用していたようです。この建物には札と書かれたのれんがかかっています。札場とのことです。札場は簡単に言うと人足たちに賃金を支払うところです。川越制度も財政を管理していた場所でもあります。さて、このいかにもこの一帯を取り仕切っているかのような雰囲気を醸し出している建物がありますね。敷地内には松の木の緑とこの季節ならではの桜の木が開花した状態のピンク色に染まっていい風景となっています。ここは川海所になります。川海所は江戸時代に大井川を渡る料金の決定や川越に従事する川越人足の管理などを行った役所です。その日の川の深さなどを測り川越の料金を決定し、川札の販売や川止め、川開けなどの川越業務に関わる運営をした川役人が務めていました。大井川を渡るには川札を川海所で買い、川越人足に手渡してから人の肩や連台に乗り川を越したそうです。このような形式で川を渡る必要となったのには幕府の命によるものでした。これは幕府によって大井川、安倍川、佐川川などの主要な河川は江戸城の要害として
架橋や渡船を認めず川越し人足に旅人を担いで川を渡らせたからなのです。このため大井川が雨で増水した際には川止めになり、最高で28日間川止めが続いたという記録が残っているそうです。先ほどの川越遺跡から上流に向かい歩いて大井川に架かる橋まで来ました。大井川橋です。この大井川橋は1928年昭和3年に竣工された橋長 1026.4 メートルの高水のトラス橋となります。さて、それでは橋を渡っていきたいと思います。人が歩く分には十分な道幅だと思います。すれ違いも苦にならないと思います。でも自転車の場合は自転車同士のすれ違いには気を使いそうです。橋の長さが1キロほどなので、早ければ11分前後で渡ることはできそうです。今はこのような立派な橋を無料で利用することができて、普通に歩いて通行することができます。当時はお金を払ってこの川を渡るのにどのくらいの時間を要したのでしょうか。橋を渡り始めてからようやく川の上を差し掛かります。川幅が広いから堤防の位置から川までも距離があります。視界が開けた状態で下流を眺めると本当に川幅の広いことを感じます。下流には鉄道の橋脚が見えます。こちらは東海道本線の大井川橋梁となります。上下線で別々の橋となっていて、今の下り線は1915年大正4年に架け替えられ、上り線は1959年昭和34年に架けられているトラス橋となります。大井川橋梁下り線は戦勝土木遺産に認定されています。朝もまだ少し早い時間なのか、交通量はそれほど多くないと思います。車は渋滞なく走っているように見えます。明治時代にも木造の橋が何度か架けられましたが、大井川の増水によって流出していました。今の橋は当時の技術力を集結して建設された最大級の道路橋で、もうすぐ100年を迎えます。戦勝土木遺産にも認定されています。しばらくは無心になってこの橋を歩きます。車の音もありますが、川の音と小鳥のさえずりが心地いいです。このようなここ一帯が晴れて穏やかそうな天気でも、大井川を見ると水深があり水の流れもありそうです。このようなところを川越し人足は旅人を担いだりしながら川を渡るとは恐れ入ります。相当な体力を消費しそうです。まして水量は日々変化するので、危険と隣り合わせだったのではないのかと想像してしまいます。重労働ですね。この橋もあと少しとなりました。動画を撮りながら渡ってきたので20分くらいかかりました。島田宿は大井川という自然の障壁と向き合いながら、多くの旅人の往来を支えた宿場町でした。次は金谷宿となります。ここは川越城跡があった場所となります。当然ながら島田宿側と同様に金谷側にも川越しの設備があります。それをこの説明板で図解しています。板宿や川会所がもう少し新金谷駅方面に存在していたことを示しています。この川越城跡の奥には東屋もあり、ちょっとした休憩スペースになっています。浮世絵風に大井川を渡っている絵も隣に掲示されています。それでは八軒屋橋を渡り、川会所番屋があったとされる金谷宿方面へ進んでいきます。金谷宿は現在の静岡県島田市に位置し、日本橋から約209キロ離れた24番目の宿場町となります。この宿場は大井川の川越業務を担うことで発展しました。川の増水時には旅人が足止めされ、島田宿と同様ににぎわいを見せたといいます。また東の大井川、西の金谷坂、佐与の中山といった難所に挟まれ、旅人が一息つく場所としても重要でした。当時はこの辺りに板宿や川会所があった場所と思われます。清水橋を渡ると、この橋からはたくさんの鯉のぼりが飾られていました。無風だったので泳いでいる姿は見えませんでした。金谷宿には本陣が3軒、脇本陣が1軒あったとされています。中でも柏屋本陣は幕府の記録東海道宿村対外帳に記されており、建坪264坪で門構えに玄関付きと記録されています。現在この場所には地域交流センターが建っています。金谷宿には七里ごとに設けられた七里役所の一つがありました。柏屋本陣と金谷駅の中間あたりにあったとされますが、
現在は解説板などは見当たりませんでした。この旅の道中では由比宿と真理子宿に七里役所の石碑が設置されていました。金谷駅の反対側の道から上りの勾配がきつくなってきます。金谷駅から100メートルほど坂道を登ったところに金谷大橋跡、金谷宿西口跡があります。ここは上方京川の宿場の出入り口となります。そしてここからはひたすら上り坂となり、勾配もさらにきつくなっていきます。一度国道に合流しますが、目の前の案内板に書いてある通り、旧東海道石畳方面へ国道を渡って右手の道に進んでいきます。大井川方面に振り向くと登ってきているのが分かります。そして右に進む道はさらに勾配が上がっています。この坂を見た時は軽く絶望に脳を支配されそうになりました。でもまだ序の口なのです。このような勾配がしばらく続き、目の前の右に曲がるカーブを過ぎたあたりから石畳の上り坂が始まります。見えてきました。石畳です。目の前の石畳は金谷坂の石畳となります。この石畳の近くまで車で来て、ここから徒歩する分にはハイキング気分でここを歩くのも楽しいと思います。私もそんな気分で登りたいのですが、それはちょっと無理そうです。江戸時代、金谷坂は急勾配に加え粘土質の地盤により、雨が降るとぬかるみ行き交う人々は大変苦労しました。そのため江戸時代末期、牧之原台地の山石を敷き詰めて石畳に改良されました。一度は明治時代に舗装されましたが、平成の町おこし事業により全長430メートルの石畳が復元されました。この金谷坂の石畳は現在市指定文化財となっています。この金谷坂の中腹にはお地蔵様が祀られています。六角堂と鞘堂は町の人々の手によって設けられました。旅人の足元を守ってきた滑らない山石を敷いた石畳にちなんで、このお地蔵様を滑らず地蔵と呼び、合格祈願や商売繁盛の名所となっています。でも雨の日の訪問はやめといた方がいいと思います。石畳は滑りやすいと思いますので。滑らず地蔵の地点も通過して、ようやく石畳の終わりが見えてきました。登りきるとアスファルトの道になります。アスファルトを歩けることがちょっと嬉しいです。500メートルほどですが平坦な道が続きます。目の前が開けると一面が茶畑になりました。周囲には茶畑が広がり、遠くには茶の字が山肌に刻まれた栗ヶ岳が見えます。この茶文字は次に控える鞘の中山からも望むことができます。そして愛の宿、菊川宿へと向かうために菊川坂の石畳を降ります。ひたすら下りが続きます。大井川から登ってきた以上に下っている感覚です。そして予想以上の急坂で油断して歩くと足をひねりそうになるほどです。石畳の下りは足に負担がかかりやすくて、傷んでいる足にはつらかったりするのです。そして石畳をひたすら下ります、下ります、下ります。坂を下りきると愛の宿、菊川に到着します。石畳をひたすら下りついたところが愛の宿の菊川となります。動画撮っていなかったみたいですので写真で。菊川宿は金谷宿と日坂宿の間に設けられた休憩用の宿場となります。宿と宿の間で愛の宿です。菊川宿の名物はなめし田楽でした。これは干したおねばを炊き込んだご飯に味噌田楽を合わせた料理だそうです。そして菊川宿を抜けると再び難所の一つ、鞘の中山へと入ります。国道473号の高架橋をくぐると斜面が一気に急になります。本来の道は通行止めのため、迂回路を100メートルほど戻った地点から登ります。動画で斜面のきつさが伝わるでしょうか。そしてほんの100メートル程度登ってきたのですが、これだけの距離で息がかなり切れて立ち止まります。本当に肩で息をしちゃっていますね。思わずしゃがんでしまいます。登ってきた道の距離としてはこれだけの距離なのですけどね。そしてこの坂の本来の正規ルートはこの立ち入り禁止の看板で防がれた道の方となります。さて少し回復してきたので先に進んでいきたいと思います。この斜面は少し進んではちょっと休み、少し進んではちょっと休みを繰り返して登りました。そして途中に看板が立っていましたので角度がわかるかの撮影です。どうでしょう、この看板でどのくらいの斜面なのか伝わるでしょうか。伝わると嬉しいです。そしてこの登りですが、
見ても分かる通り日陰になるような場所が少ないです。撮影している4月ではまだ影響はなかったのですが、これが夏だったりすると昼間歩くのは危険な気がします。夏場は早朝に歩いたり、水分補給が取れるように水を多めに持参することが重要だと思います。日坂宿までの道沿いに自販機を見た記憶がなかったりしますので、菊川からスタートし救援寺までの道のりはたかだか1キロ程度の距離なのに、この勾配のおかげでこの上り坂が永遠に感じてしまいます。金谷宿と愛の宿菊川の間の一山を越えてからのこの峠道は何の罰ゲームなのでしょうかと言いたくなるほどの勾配が続く坂道なのです。旧東海道の金谷宿と日坂宿の間にある佐与の中山峠は急峻な坂の続く街道の難所でした。うっそうとした樹木にうずもれ、当時は山賊なども横行したため、大の大人でも峠越えは容易ではありませんでした。現在は道も舗装され、公園も整備されています。道幅は旧東海道って感じです。茶畑を眺めながら斜面を歩いていきます。眺めるほどの余裕はありませんが、振り向くとこんな景色だったりします。眺めがいいです。あの奥に見える一番上のところから石畳を下り、そしてさらにここまで登ってきたのですね。我ながら褒めてあげたいと思います。そして峠のてっぺんまではあともう少しのはずなのです。あの先を曲がったところが峠のてっぺんのはずなのです。でも足が重くてなかなか前に進めません。あともう少しの辛抱、頑張れお礼。菊川宿から1キロほど登ってきました。やっと救援寺まで来ることができました。急な上り坂もここで終わります。本当にやっとの思いで着きました。平坦な道を歩く時の倍以上の時間がかかったのは確実です。救援寺は佐与の中山峠の頂上付近に位置する古刹です。関ヶ原の戦いのきっかけとなる会津上杉攻めの軍を大阪より進めてきた家康を掛川城の城主山内和豊がもてなした茶亭の跡地や、その例に家康が植えたとされる五葉松の跡が残されています。また夜泣石伝説ゆかりのお寺としても有名です。救援寺からの旧東海道佐与の中山は中山峠から先の約3キロほどの緩やかな下りの尾根道となり、箱根峠、鈴鹿峠と並び東海道三大難所の一つとなります。そしてこの道は最後に二の曲がりというとんでもない下り坂が待ち構えています。救援寺から5分ほど歩いてくると目の前の視界が開けます。そしてこのような景色が目に飛び込んできました。右側には茶畑が一面に広がっています。そしてここから茶畑越しに見下ろす景色は遠くまでよく見え、なおかつ飽きません。そして遠くには栗ヶ岳の山肌に刻まれた茶の文字が見えます。そしてここからはしばらくの間このお茶畑の景色を眺めながら緩やかな峠道を下っていきます。休憩用のベンチがありましたので少し休憩です。鳥の美しい鳴き声が疲れた体を癒してくれます。夜泣石の伝説は、満月の母親が中山峠の頂上にあるお寺で安産祈願をした後の出来事に始まります。帰り道、母親は石にもたれて休んでいたところ、金目当ての山賊に襲われ命を落としてしまいました。山賊の刀の先は石に当たり、その拍子に赤ん坊が母の腹から無事に生まれたといいます。母親の魂は石に宿り、助けを求めるように夜通し泣き続けました。その泣き声に気づいたお寺の僧が駆けつけ、赤ん坊を助け、母を丁重に弔いました。赤ん坊はお乳の代わりに水飴を与えられ、大切に育てられます。やがて立派に成長したその子は母の仇を討ったと伝えられています。このお話に出てくる夜泣石は現在国道1号線中山トンネル脇にある小泉屋さんの裏手に祀られています。そして救援時にも妊婦小石姫の供養塔として夜泣石に似せた大きな丸石が祀られています。ここは夜泣石跡となります。この道の真ん中に夜泣石が明治元年まであったそうです。広重の東海道53次の日坂宿にも描かれている石となります。夜泣石跡から日坂宿へ300メートルほど来ると下りの斜面がきつくなってきます。道幅も狭くなり木々が生い茂っています。場所によっては通りが狭く感じるところもあります。傾斜の角度もきつくなってきています。この道を逆に登ってくるのも大変そうです。下りもこのような斜面が続くとやはり足に負担がかかります。踏ん張るような感じで下っていくので太ももにも力がかかり一苦労します。
そしてこのように木々に囲まれた感じの道が続きます。夏の季節には太陽の日差しが遮られて日陰ができてかなり助かりそうです。旧東海道を下るに従い勾配もどんどんときつくなってきているように感じます。そしてここからがこの峠道最後のボスキャラとなる2の曲がりです。見た目にもいきなり斜面の角度が変わっているのが分かります。少し怖さすら感じてしまいます。この斜面は徒歩でも勢いがついてしまうと止まらなさそうです。もしくは滑って転びそうです。崖を下っているかのような気分にもなります。そしてこの道はこの勾配でありながらさらに S 字に曲がっています。まるで螺旋階段でも降りているのかと錯覚を起こしてしまいそうなくらいでした。下っている道を振り返るとこの2の曲がりはこのように見えます。下るのも大変ですがこれを登るのは遠慮したいです。これを舗装もされていない状態で登ることを想像しただけで当時の苦労や大変さと現代の道路整備のありがたみを感じてしまいます。車の音が聞こえてきました。国道1号線です。金谷宿からこの国道1号までの約6キロを2時間半ほどかけて歩いてきました。やはり平らな道の時の2倍以上の時間がかかりました。そして目の前の視界ももうすぐ開けそうです。これでやっと難所であった佐与の中山峠を終えることができます。やっとです。この坂を降り切ると日坂宿となります。日坂宿は現在の静岡県掛川市に位置し日本橋から約216キロ離れた25番目の宿場町となります。東海道の三大難所峠の一つとされる佐与の中山の最麓に位置する静岡県内22宿の中で規模と人口の両面において由比や真理子などとともに最も小さな宿の一つでした。わらび餅が日坂名物だそうです。静かな佇まいの家並みを歩くとそれぞれの家の前には大きな木製看板が掛けられています。これはどうやらかつての屋号が書かれた木製看板が掛けられているそうです。現在日坂では家々に屋号を掲げ本陣屋と扇屋の門下木戸の考察場を復元し旅籠川坂屋旅籠よろず屋の整備など残された遺構を保存しているみたいです。右手には大きな広場が見えてきました。屋号の書かれた木製看板もあります。そして大きな案内板が2つ並んでいます。日坂宿の案内板です。どうやらこの案内板の裏手の広場が本陣跡でそしてこのすぐ左横に本陣の復元された門があるのです。がなぜか動画および写真が撮れていませんでした。本陣の屋号は扇屋で代々片岡家が世襲で営んでいたそうです。本陣の敷地はおよそ350坪建坪220坪門構え玄関付けの建物だったそうです。映っているのは本陣のすぐ近くにある日坂宿のトイアバートの開設版です。トイアバは宿場の中心となる施設で主に公用の文章や物品公務旅行者に人足や天満を提供し継ぎ立てを行う施設となります。この日坂宿は宿場の東口から西口までの距離が700メートル程度だったことからか小さな宿場でした。東海道の緩やかなカーブに沿って宿場町も構成されています。右手に見えてくる建物が日坂宿最後の問屋役を務めた伊藤文七の自宅で藤文は屋号です。伊藤文七は万世3年1856年に日坂宿年寄役となり万延元年1860年から慶応3年1867年にかけて日坂宿の問屋役を務めました。明治4年1871年郵便制度が発足すると同時に日本最初の郵便局の一つとなった建物と言われています。次の建物はよろず屋です。もっぱら庶民の泊まる旅籠でした。間口が4間半であり幕末としては中規模の旅籠となります。江戸時代そのままに1階が店や帳場で2階には宿泊のための座敷というごく普通の店構えです。表の下見戸は当時の一般的な店舗建物の仕様であり昼間は障子戸夜は板戸のようは日坂宿では昭和20年代まで数多く見られました。そしてさらに歩みを進めると日坂宿の京型の出口に近いところにも建物があります。川坂屋です。旅籠屋で江戸時代の面影を残す数少ない建物の一つとなります。江戸より招いた棟梁の手で精巧な木組みと細やかな格子が造作されたと言われています。脇本陣閣の上段の間を持つ旅籠で身分の高い武家も宿泊した格の高い脇本陣閣であったことがうかがえます。
前方の古宮橋の手前には考察場と木戸跡があります。この考察の8枚は天保年間のものを復元したものだそうです。隣の橋の手前には日坂宿下木戸跡との木製看板が立っています。上方側の見附がここに存在していたみたいです。日坂宿の出入り口ですね。当時は1日にどのくらいの人たちがここを行き交ったのでしょう。そして旧東海道の近くに道の駅掛川があったので、休憩を兼ねて食事をしました。スケトロ定食をいただきました。道の駅での食事も終わり、旧東海道に復帰し再開します。県道415号から左に方向にそれる県道250号に進むと、進行方向右手に一里塚があります。 T 字路の部分で道路標識の裏側にスペースがあります。伊達型一里塚で日本橋から57里目の塚となります。次は掛川宿となります。当時はこの辺りに門があり、門から西側が宿場の中になったそうです。そしてここから東海道は南に折れ、道が可燃手にいくつも折れ曲がる新町七曲りに入ります。七曲りは容易に敵を侵入させないための構造と考えられます。七曲りの終点に城下町に入ってくる人物や物を取り締まるための木戸と番所がありました。何回曲がってきたかは忘れましたが、前方に解説板が見えてきました。そしてこの道は明らかにまっすぐになっていないマス型可燃点のような形状になっていますね。この解説板の近くに木戸と番所があったとされています。掛川宿は現在の静岡県掛川市に位置し、日本橋から約223キロ離れた26番目の宿場町となります。山内和豊が改修して住んだことで知られる掛川城の城下町でもあります。宿場よりも城下町としての性格の方が強く、規律も厳しかったので、飯盛り遊女なしと言われ、旅籠も30軒と小さかったようです。旅人も固い宿場を避けて次の宿場へと通り過ぎていったとのことです。現在かつて本陣があった周辺は東海道を挟んで商店街となっており、今も人の往来が感じられます。また当時に付けられた町名が今も住所や行政区分、自治区名として残っているため、掛川宿のあったエリアを散策しながら昔の名残を地名から探してみるのも面白いでしょう。掛川城の大手門は天守閣に続いて1995年平成7年に復元されました。掛川城の表玄関にふさわしい桜門造りの本格的な櫓門は木造日本瓦葺き入りもや造りとなっています。白壁で板ひさしが配され、塔上にはシャチ瓦が飾られた勇壮な構えとなっています。掛川城周辺には掛川桜、四季桜、しだれ桜、ソメイヨシノなど約150本の桜が植えられており、3月初旬から徐々に開花し、長い期間桜の景色を楽しむことができるそうです。東海の名城と称される掛川城は1469年から1487年文明年間に今川氏が遠江進出を狙い、重臣朝比奈氏に命じて築城させたのが始まりです。1590年天正18年から山内和豊が10年ほど在城して城下町を整備しました。山内和豊は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将大名で土佐藩初代藩士です。現在の掛川城は1994年平成6年4月に東海の名城と呼ばれた美しさそのままに日本初の本格木造天守閣として復元されたものとなります。次は袋井宿となります。さて歩き進めてくると目の前には標識らしきものがあります。掛川市境と磐田市境のそれぞれの距離が書かれています。そしてその奥には袋井宿と目の前にかかっている天橋についての説明板が立っています。そしてこれより袋井宿と彫られた大きな石碑が立っています。袋井宿は現在の静岡県袋井市に位置し、日本橋から約233キロ離れた27番目の宿場町となります。この袋井宿は日本橋から数えても今日から数えてもちょうど真ん中に位置するど真ん中の宿場なのだそうです。掛川宿と見附宿の間にあることもあり、宿泊する旅人はやや少なく、休憩場所としての役割が大きかったと言われています。浜橋を渡ったところに東海道ど真ん中茶屋があります。宿場の入り口にあたる東木戸付近となります。このお茶屋さんは袋井市が運営している無料の休憩所となります。歌川広重が描いた東海道53次内袋井で茶屋の図をモチーフにして建てられたそうです。開館時間はこのようになっています。
ちなみに天橋はこんな感じでかかっています。東海道ど真ん中茶屋から数分歩いてきたところに東本陣公園があります。袋井宿には本陣が3軒ありましたが、脇本陣は設けられていなかったようです。東本陣公園は平成3年度の発掘調査により建物の一部が発見され整備された場所となります。園内は本陣の間取りがほどけるように配列され、石や芝生庭園や門などが作られ、当時の雰囲気を伝えています。御幸橋の手前に袋井宿考察場があります。かつて幕府の法令や禁令を掲げる考察場が設置されていた場所となります。現在設置されているこの考察場は復元されたものとなります。そしてこの場所は見つけのあった場所となります。袋井宿はここまでとなります。住宅の一角に一里塚があります。木原一里塚です。日本橋から61里目の塚となります。説明板には本来の一里塚はこの場所から60メートル東にあったが現存はしていないと書かれています。この一里塚は復元されたものだそうです。一里塚からすぐ近くに小根神社、木原権現社があります。この神社は古代末期に創建されたと伝えられています。出水に悩まされていた村に湯屋権現が現れ、熊野の神を祀るよう託宣されたことが創建の由来とされています。境内には徳川家康が関ヶ原の戦いの勝利祈願のために立ち寄った際に腰掛けたとされる家康公腰掛け石が残されています。また木原縄手古戦場の石碑もあり、歴史を感じさせる場所となっています。元亀3年1572年、武田信玄は約3万の軍勢を率いて遠野へ侵攻し、乾城や飯田城を次々に攻略しました。これに対し徳川家康も出陣し、三日野まで進軍しましたが、信玄軍が木原に布陣すると太田川を挟んで両軍が激突しました。この木原縄手の戦で家康は敗北し、西へ撤退しました。左前方に標識があります。磐田市と書いてあります。袋井市はここまでとなり磐田市に入っていきます。三日野は磐田市の東部に位置し、太田川が形成した肥沃な平野と磐田原台地の東端にまたがる地域です。古墳が築かれるなど古代から人々の暮らしが続いてきました。そして三日野は複数の時代に作られた道が交差する珍しい場所となります。南北朝時代、鎌倉時代、江戸時代、明治、大正、昭和国道1号線、平成磐田バイパスとそれぞれの時代に作られた道がこの地点に集中しています。気づいたら鎌倉の道前に来ていたので、この鎌倉の道を歩いていきます。進む道は階段になっていて登りやすい道となっています。道幅は狭くて人がすれ違うのもやっとという感じです。大した距離ではないのですが、やはり坂道を登るのはしんどいです。登りきって左側を進んだところに大日堂古戦場があります。ここは元亀3年1572年に武田信玄が木原現在の袋井市や西島磐田市に数万の兵を配置し、三日の大日堂まで偵察に来た約3000の徳川家康軍を攻撃した地です。この時徳川家の武将本田平八郎忠勝は大日堂の松に登り敵陣の様子を伺ったと言われています。物見台として徳川軍が布陣したと考えられている三日の台にある洞が大日堂です。確かにここからは袋井市方面がよく見え眺めもいい場所です。大日堂を後に旧東海道を進んでいると先の道が下り坂になってきます。そしてこの坂を下ると東木戸跡となります。この時間は風が強くなってきていました。この映像で風の強さが伝わるでしょうか。この風で少し歩きにくくなります。袋井宿は東海道のど真ん中という立地に加え、古代から現代までの歴史が交差する静かながらも奥深い宿場町でした。次は見附宿となります。坂道を下りきったところに看板が立っています。大日堂から2キロ程度歩いてきたところに見附宿の出入り口となる東木戸跡があります。ここから見附宿だったようです。見附宿は現在の静岡県磐田市に位置し、日本橋から約239キロ離れた28番目の宿場町となります。見附という名は旅人が京から東へ下る際、初めて富士山を見つける場所であることに由来するとされています。また見附宿は奈良時代から遠江美濃国の国府が置かれるなど古い歴史を持つ町となります。 JA の前に大きな解説板が2枚並んでいます。1枚は
当時書かれていた見附宿の地図が書かれたものとなります。それともう1枚は現代の地図が書かれたものとなります。隣同士にあるので比較ができていいですね。少し進んだ先に右手に大きい木製看板が立っています。トイアバートみたいです。静岡銀行見附支店前に置いてありました。これなら視界に入りやすいです。見附宿のトイアバは今は銀行になっています。さらに進んだ先にも大きな木製看板が立っています。本陣跡みたいです。見附宿には本陣が2軒、脇本陣が1軒あったとされています。本陣跡の案内板はやや奥まった場所に建てられています。そして本陣跡のすぐそばにはこの見附宿で一番見てみたかった建物があります。それは旧見附学校です。白とミントグリーンの組み合わせがいいですよね。旧見附学校は岩田のシンボルともいえる建物で、現存する日本最古の祇王府建築の小学校校舎です。国の史跡にも指定されています。明治5年1872年の学生発布を受け、翌年に千光寺や小公寺などを仮校舎として開校。1874年に新校舎の建設が始まり、翌年8月に落成開校式が行われました。1922年に小学校を閉校した後も裁縫所学校、教員養成所、病院とさまざまな施設として利用されたみたいです。そして1969年に国指定史跡となって、現在は教育関係の資料等を展示しているようです。開館時間を過ぎていたため館内見学はできませんでしたが、入館料は無料です。レトロで洋風で白を基調にしたミントグリーンのアクセントなどの組み合わせで爽やかで清潔感のある外観で素敵です。旧見附学校から先に進むと東海道と姫街道の追い分けとなります。直進すると姫街道、左折すると東海道となります。姫街道は浜名湖の北側を通り、御湯宿で再度東海道と合流します。また姫街道の正式名称は本坂通りで東海道の脇街道として多くの大名や姫様が利用された道としています。東海道は左折し南下します。岩田駅の手前まで来たところで西に進路を変更します。宿場は天竜川の左岸にあり、大井川と違って川の水深が深かったため、主に船による渡しが行われていました。そのため大井川ほどの難所ではなかったものの、川止めの際には島田宿と同様多くの旅人でにぎわったといいます。京川の出入り口にあたる錦戸があった場所です。今日はここ見附宿までとなります。ホテルも東海道沿いの岩田駅の近くで予約ができました。本日宿泊するホテルは AB ホテル岩田です。ここまでご視聴いただきありがとうございます。